はい、皆さん、こんばんは、こっちです。今日もですね、ラスメを配信していこうと思います。音声チェックをですね、やって。音声が、えーと、いるかな。配信がされて、今、くるくる回ってます。音声画面になっていて、音声チェック入念に。こんばんは。なんかもっとなんかちょっと重いかな。こんばんは。そうね、音は聞こえてるんだけど、思ってる感じでね。なんかね、ぼやぼやしてるね、声が。一瞬アプリ落とそう。ちょっと待ってね。なんかいろいろ開いてるのを全部落とすね。で、本当はね、その iPad でやろうと思ってたんですけど、なんか結構、一応ね、インストールは、フォロワーさんからの、こうやったらできましたよみたいな、で、こうしたら一応できたんですけど、ちょっとインストールが間に合わなくて、今日はですね、ちょっとまだスマホでやってます。はい。ちょっといろいろ付け直して、えーっと、今、音声は、この状態は音声いい感じで、ここからゲームを起動して、ちゃんといい感じに動くか。このゲームほんと重すぎだよね。いけてそう。いけてそうですね。はい、じゃあね、早速配信の方始めていきたいと思います。ちょっとね、毎回ちょっとセットアップに時間かかりますが。はい、今日が、ラスメモの配信、先行プレイの配信ということでですね、今日はちょっとね、テーマを変えて、最強キャラをね、探していきましょうというようなテーマでやっていきたいと思います。そのね、昨日ね、ちょうどプレセールかなキャラクタードールとか、ランドのね、プレセール第4弾が開催されまして、で、もう本当にめちゃくちゃ人気で、10時から開催されて、ものの30分ぐらいで多分売り切れちゃって、それぐらいね、今本当にラッシュの方がめちゃくちゃ熱い感じになってるので、で、多分ね、ガチャをした中で、ね、当たったキャラクター、果たしてそれが当たりなのか否かみたいなのって、わからないかなって思ったんで、ちょっと私もね、どのキャラが強いのかってあまり、分かりきってないところはあるので、今日ちょっとね、今日いっぱい、背景ランク SS キャラに絞って、ちょっと使っていってみて、どの子がね、ちょっとね、強いかなとか使いやすいかなっていうのをね、確かめていこうかなという配信になります。ではですね、早速やっていきたいと思います。はい。皆さんね、コメントありがとうございます。アスクリさん、お仕事お疲れ様です。マルコさん、こんばんはです。いつもありがとうございます。ナタリのアルベスさん、
ボンディア、レス、ライクプラ、あ、これはわからない。わからない。じゃあ、ポルトガル語かな。ちょっと待ってね。ポルトガル語ね。ちょっと待ってね。翻訳するね。えーっと、えーっと、えーっと、なんて言ってくれてたのかな。ここに、何ディープフライトになってる。DFN の、なんか音声鳴ってるよね。あ、鳴ってた。グッドモーニング。僕はここにいる。グッドモーニング。ナタリのアルベスさん。Thank you for seeing my stream. OK。木梨さん、こんばんはです。ありがとうございます。じゃあですね、早速、なんだっけ、ラスメモの、SS キャラというもののちょっとご紹介、ちょっとしようかなと。そのキャラクターね、いろいろ皆さんね、ガチャね、引かれた方、いろんなキャラクターだったと思うんですけど、中でも、そのね、キャラクターごとに背景ランクというものが決まってまして、その背景ランクというものが、SSS なしという風になってて、SS とかは、実際にアーンできるアーンレベルにもちょっと影響があるね、数値になってくるので、なので、背景ランク SS のキャラが引けると、より当たりだな、みたいな感じにはなってたんですよね。で、その背景ランクは、そのキャラクターごとに設定されておりますので、例えば、この子、こうね、リノアちゃんとかね、この子はもうSS ランクで決まってるので、もう星4しか排出されないですし、アーンレベルもね、やはり高めになることが多いかなというような印象ですね。で、逆になんかね、この辺の、あやかちゃんとかね、この子とかね、レアリティが星1から4までね、あったりするんですけど、背景ランクがなしという風になってるので、なので、アーンレベルがね、その、リノアちゃんの星4と、あやかちゃんの星4、で、ジェニスボーナスが同じでも、アーンレベルに差は出てきますよという風になってるんですよね。データが更新されました。ほう。今更新された。更新されたみたいなのでね、なんか入っていきますね。で、なので、基本的には、そういった、3.5 メロ。仕方ないね。基本的にはそういう、当たりキャラ、背景ランクが、決められた背景ランクが、SS のキャラが当たってたら、すごい当たりです。で、S のキャラもいるので、このね、五代さなちゃんとかも、S ランクなので、この子とかも当たりの部類には入るかなというような感じですね。で、そういったところで、じゃあ SS キャラって何人いるのかなっていうところなんですけど、SS キャラは一応私のサムネにもね、ちょっと書いてたんですけど、10人いますね。10人いて、ちょっと上から順番にね、ちょっと1人ずつ見つけては、ちょっと紹介していこうかなと。で、まずはこのね、リノアちゃん。このね、双剣ですかね。双剣で、オールラウンダーなキャラクターで、雷属性の、アルケミストですね。ちょっと、アルケミストって何かっていうとね、バフとデバフスキルを持つブースターだ。ごめんなさい。間違えました。ブースターキャラですね。バフデバフスキルを持つ物理攻撃色ということなので、ちょっとトリッキーな物理攻撃かなというような感じですね。で、二人目が、ここですね。秋月ほたるちゃんで、ほたるちゃんは、これは何だったかなこっちがアルケミストだね。アルケミストで、バフでバフ、中スキル。だからヒーラーよりかなヒーラーだけど、ちょっと妨害とかもできるみたいな感じのキャラクターですね。で、水属性の、ちょっと武器まではちょっとまだね、使えてなくてわからないです。はい。で、お次がこのレン・グオシーちゃんということで、この子槍だったかな槍で、
ファイヤー、火属性ですね。で、ストライカーということで、物理攻撃色ということなのでね、かなり使いやすいかなというような子になってますね。次が、4人目が、ですね。スクリさん、アーンレベル45で、ボックス936あるもんな。300% だ。そうですね。アスクリさんが当てられたのはね、ジェニスボーナス 300% もついてたので、本当に多分ガチャから出る中では最高ランクの、キャラクターになりますね。レベル星4の背景ランク SS の、ジェニスボーナス 300% はもう本当に一番当たりの、アーンレベルになるかと思います。はい、じゃあ4人目の、背景ランク SS キャラ、この子ですね。ゆうきこまりちゃんで、この子はミスティックですね。ミスティックなので、魔食系ですと、魔法攻撃でね、敵を殲滅していくことができますよと。で、土属性というね、土属性で、なんか私あんまりキャラクターとしてね、こう、使ったことないので、ちょっと今日とかね、試していきたいなと思ってます。はい。で、こちらが5人目ですね。泉奈々ちゃん。この子もストライカーですね。ストライカーで、水属性のね、ストライカーということで、この子はね、ちょっと使ってみたんですけど、結構こういうスキルとかもね、すごい範囲広くて使いやすいなという感じでしたし、凍結とかもね、あるんでね、使いどころによってはすごい、凍結持ってるキャラね、あんまりいないんでね、便利かなというような印象はありますね。で、6人目がこの万丈ゆうきかな。で、ゆうきちゃん。この子はガーディアンなんですよね。ガーディアンね。結構そのビルドモードとかだったら、ガーディアンで、やるのが、ね、結構 AI キャラたちをね、活かせていいみたいな風にも聞いてるので、そういったね、ビルドモードとかにも期待が高まりますし、やっぱりそのマルチとか、マルチモードとか、ランドダンジョンとか攻略する際も、こういったね、ガーディアンとか、結構ね、役に立つんじゃないかなとちょっと踏んでます。はい。で、これが7人目かな。何人かわからなくなってきたんで、これミスティックですね。このみやこちゃん。みやこちゃんはミスティックの風属性にはなりますね。風属性とはいえね、なんか結構いろんな属性の、水属性も、雷属性もあるので、すごい万能な子なのかなというような印象ですね。次が、8人目 ?7 人目 ?8 人目この子ですね。このね、天口めぐみちゃん。めぐみちゃんが、この子多分ね、めちゃくちゃいいキャラなんじゃないかな。というのも、蘇生持ち、唯一の蘇生持ちのキャラクターになってますので、ビルドモードとかね、また更新来た。ちょっと、紹介してますけど、ビルドモードとかの、なんていうかな、蘇生がね、自動で行えるようなね、タイプのモードだったらそんなに関係ないんですけど、おそらくマルチプレイとかね、蘇生できないんじゃないかなって、時間が経って蘇生するとかだったらね、さすがに蘇生スキルの意義もなくなっちゃうので、なので、蘇生キャラってすごい貴重なのかなっていうところで、そういう意味では、このめぐみちゃんね、こういうスキルで唯一蘇生スキルを持ってるので、かなり、疲労度は高いという、言いますか、汎用性高いのかなと、いろんなパーティーにね、入ることになるんじゃないかなとちょっと踏んでます。で、この子もね、もちろん SS ランクですね。で、あと2人かなあと2人、このね、白波、天野さん。天野さんって言っちゃったけど、天野ちゃんね。天野ちゃんもミスティックですね。結構ミスティックが多いんですよね。ミスティックの、非属性ですかね。だいたいミスティックと、ストライカーで、半分ぐらい占めてて、あとはこの辺、残りどうなるかなって感じなんですけどね。で、対象の、これはいいかな。ちょっと使ってみないとわかんないですけど、非属性ということで、非属性もね、結構、さのちゃん使ってるときね、非属性のスキル、そっか、剣だからあれか。でも、どうだろうね。結構威力高そうなものも多かったので、期待が高まりますね。すごい、火竜召喚。竜を召喚できますよ。最後がこの子かな。天下ちゃんかな。天下ちゃんが、一応こちらはストライカーですね。ストライカーの、風属性ということで、はい。結構ね、
ストライカーとミスティックだからもう本当に多い。6割、7割ぐらいがそうなのかな。で、まあ、他が、まあ、結構サポート寄りのキャラクターだったりする感じです。めぐみちゃん、めぐみちゃんがそうだね。メディックですね。メディック1人、メディック、アルケミスト、ガーディアン、エンチャンターいたかな。エンチャンターちょっといなかった気がするけど、まあ、ほとんど一色はいる感じはしますね。で、まあでもこの子たちをね、ちょっと使って、まあ、道具とかね、持ってるんで、この子もね、状態異常とかね、やっぱり、毒持ちの人あんまりね、見たことないので、まあ、ちょっとね、期待できますね、という感じですね。エンチャンターいたかな。エンチャンターいないのかな。はい、まあそのあたりが一応ね、SS ランクのキャラクターという風になってますので、こちらのね、キャラクターたちが当たった方はもうね、漏れなく大勝利ということで、ぜひね、可愛がってくださいというような感じですね。で、まあ私もまあ一応ガチャね、一回回したんですけど、まあ普通に星2の、まあ特に背景ランクもない、子だったので、まあでもね、星2が引けて、ジェネシスも 150% ついてたのでね、まあその子もね、うまく活用していきたいなと思っております。ではですね、この子たちをちょっと編成して、ちょっとね、楽しんでいきたいなと思ってます。で、まあちょっとね、今回、まあ私のすごい偏見で、まあある意味決まっていくので、もちろんね、使ってみたりとか、まあ、マダミの使い方とかでもっと強いよっていうのもあるかもなんですけど、まあとりあえずね、操作感とかそういったところに注力しながらね、誰が使いやすいかなとかを考えていこうかなと思います。で、まあ編成に関しては、まあちょっととりあえず、光栄とかは、メインはこの SS ランクのキャラをちょっと使うんですけど、他の子たちはまあ、適当にお任せでもいいかなみたいな感じでお任せでもちょっと強化しすぎた子がいるので強化しすぎた子がいるので、この辺の子はね、ちょっと外して、これお任せにしたらそうか、強い子が入っちゃうのか。じゃあ、もう本当に適当にバランスよくなる感じで、まあ、さっきのちょっと、そうだね。強すぎるな、この子は。ミスティックと、適当なキャラクターたちを入れておきます。まあこの辺入れて、じゃあまあこんな感じでとりあえずじゃあ出撃していきますね。ではちょっとねやっていきます。でまずはねリロナちゃんからね。ね、いや本当にいっぱい弾けてましたからね。安栗さんめちゃくちゃ羨ましいです。ストライカーはいないですけど、この子が一応リノアちゃんが、なんだっけ。ブースターで、一応ね、まあ物理攻撃より、だから、まあ、ストライカー的ポジションとして扱えないこともないかなという感じですね。で、今ね、ちょっと私、なんだったかな。これ初動からね、なんかスキルを取れるようにちょっとね、なんかレベルアップしてたら、なんかマスターランクみたいなのをね、ちょっとね、レベルアップみたいなのしてたらね、初動からこういうスキルを選べるようになったので、まあこういうのもね、強化しているとね、やっぱいろんな発見がありますね、という感じですね。で、どれ取ろうかなと思ったんですけど、まあせっかく取れ、このジュピタープレスこれね、強いから取っとくね。さあ、じゃあ行きましょうか。双剣がね、やっぱりね、すごいね、軽くて、攻撃しやすいから、すごい私はね、使いやすくていいと思います。その点でも、やっぱりリノアちゃんは、一歩、リードしてるかなと。で、まあ、他にも、まあ、剣とか、何があったかな。剣と、レベルアップですね。で、まあ、このマリオネットドリームが一応ね、このリノアちゃんの固有スキルになりまして、何だったかな、能力までちょっと具体的に思い出せないので見ますね。2回連続で投げ払い攻撃を行い、範囲の雷属性ダメージということで、まあ特に特別なね、なんかこう、バフとかはないんですけど、まあただ雷属性の攻撃がね、できるということで、まあこんな感じで結構コンパクトなね、スキルになってますね。まあコンパクトさもやっぱり、このゲームではね、なんか特に回避とかね、序盤多分このビルドモードで多分めっちゃやられることとかも多いんですけど、コンパクトなスキルはそれだけでね、結構ね、扱いやすくなるかなというイメージです。まあ、ただ、若干ね、やっぱり拘束時間あるかな、この、もう一個のね、さっき取ったジュピターなんちゃらよりは、若干拘束時間を感じるので、そんなに
使いね、何でもかんでもね、適当に使いすぎるとちょっと危ないかな。確実に倒せるところでパッて使うのがいいかなという印象はありますね。で、まあでも、やっぱりこの取れるスキルの中にこのね、ジュピタープレス、これが結構ね、使いやすい、正直。一応ね、感電状態の敵に当てたらさらに特攻でダメージ出るんですけど、まあ結構範囲広くて、で、しかも、こう、なんですかね、拘束時間、クールタイム的なのがね、短いからすごい便利ですね。で、じゃあ感電させるためにはどのスキルがいるかなんですけど、リノアちゃんだったらこの、号雷神明感みたいな、このスキルが一応ね、雷の感電のスキルなので、まあこれをちょっとね、取っていこうかなと思います。あ、いた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 。ね、そう、リノアちゃん攻撃もできるので、まあ、この子全然自分が使うキャラとして使うのいいんじゃないかなと私は思いますね。で、ちょっと囲まれちゃったりするんですけど、この一応号雷、さっき取ったスキルね、これチャージスキルなので、チャージしてください。チャージして、触ったら、離せば、こう範囲にバシッとすごい、ね、電気、雷攻撃するのでね、まあだからこう囲まれてる時とか、まあなんだろう、囲まれそうな時ですかね。囲まれてからチャージしてるとちょっと危ないんで、囲まれそうな時とか、まあ敵が集まってきそうな時に使っておくと、こう一気にね、敵を殲滅できるかなと。で、やっぱり威力もね、ちょっと高めなのでね、そこはいいところかなと思いますね。で、これで一応敵がね、関連することがあるので、このジュピタープレスと合わせることで、まあ火力をね、より伸ばせるかなという印象です。で、まあ、あと、まあ、基本的にはね、何取ろうかなっていうところは、まあ、本当にお任せなんですけど、私は結構ね、使いやすいスキルは、せっせとね、どんどんレベル上げしていくタイプですね。はい。あ、ししももさん、こんばんはでーす。ありがとうございます。今日はですね、ラスメモの、配信ということで、まあ、強いキャラクター、まあ、特にね、SS ランクのキャラクターの中から、どの子がね、使いやすいとか、まあ強いとか伸びしろありそうかっていうのをね、ちょっと評価していこうかなと思っております。ジュピタープレス強いけど、私このボルカノン初めて見た。前方に爆発させ、範囲攻撃を行う。ヒットした相手に火傷を負わす。火傷ね、ちょっとせっかくなので取っていきますね。あ、でね、私取れるスキルね、前の配信で3個までっていう風に言ってたんですけど、あれちょっと間違いだって、中にそのマスターランクを強化する過程で、最初にね、スキル選択ができるようになったみたいな感じで、スキルね、スロットに入れれるスキルも、数変わってきて、今だったらプラス2個ね、プラス2個じゃないな。だからトータルで5個かな ?5 個まで選べるようになってるので、なので強化していったらもうちょっと増えるかもだし、なんかね、スキルをリセットするみたいなやつもね、あったので、まあ、本当にそれ次第かなという。まあ、全然強化したらね、また全然変わってくるのかなというね。まあ、やっぱりそういう戦略がすごい、戦略の幅がね、広げられて面白いなと思いますね。アステさん、ゲームリリースされたらガチャ式あるもんね。それでも引ける可能性ある。ああ、そうですね。私も、そうです。今ね、事前登録ね、募集してまして、事前登録しておくと、ガチャチケットがね、今だったら25枚、25枚、30枚なんかそれぐらいもらえるんですよね。で、やっぱりキャラクターが多いほどね、限界突破とかみたいなのもね、できますし、で、もちろんやっぱこういったね、星4のキャラクターとか、まあ SS ランクのキャラクターとかやっぱ取りづらいんでね、そういったキャラを、まあ狙うという意味でも、まあやっぱり最初のガチャ大事になってくるのでね、ぜひ、まだね、まだプレイしようと思ってるけど、登録ね、されてない方はぜひぜひ、登録してみてください。ボルカノンは、なんかこうやってターゲット選べて、なんか爆発した。方向を選べるんだね、マークは。でね、まあ、まずね、一応状態異常としてあるんだけど、なんかね、ファンキルとかの麻痺と違って、なんか完全に敵を拘束するっていう感じではなくて、なんか、どうだろう、ちょっと動きが鈍くなってるぐらいの感じなのかな。なんか、ね、完全に敵が攻撃しなくなるとかだったら、だいぶ安全なんですけど、そんなことはなかった感じはします。はい。なので、使いどころはね、今のこのね、打ってね、麻痺になって、ね、相手の攻撃が止まったらいいんですけど、そういう感じではなかったですね。今のボックスはなんだ
ちょっと見逃しちゃったらどれだろう、どのボックスだろう。リノア様ね、ちょっと強いですね。しもさん、リノア強いけど、ガチャの排出率低い。いやー、そうなんですよ。ちょっとそこがね、ネックで。まあ、だからね、限界トップ、覚醒か。覚醒だね。覚醒目指してる人は、ちょっとリノアちゃんだと、かなり条件厳しいのかなっていうことで。まあ、そこはね、どこも、ね、やっぱりその覚醒ってそのね、同じキャラクター同士をなんか掛け合わせたりとかするんですけど、そうなった時にリノアちゃんクラスだと、やっぱりガチャから出ないので、なかなか。だからまあちょっと、その子をメイン、主攻にするのは、まあそういったリスクはあるかなというような印象ですね。まあただその分ね、覚醒した時の伸びしろはね、高いと思うんですけどね。そうですね、覚醒ですね。NFT の掛け合わせです。そうです。ちょっと後でもね、お見せしようとは思うんですけど、覚醒するとどんどんね、スキルが増えていったりするので、それをね、うまく活用すれば、多分ね、こんなに、なんだろう、レアリティがね、低いキャラでも、星1とかのキャラクターとかでも全然ね、強くなりますし、で、レベルの上限もそれで伸びていくのでね、いろんなキャラがね、やっぱり使えるようになるんじゃないかなっていうことで。まあ、だから今回ね、一応 SS キャラに、背景ランク SS キャラにフォーカスして、ご紹介してるんですけど、まあ、背景ランク S とか、それこそなしのキャラでも一番強いのはそっちにいたとか、そういう可能性もね、もちろんなきにしもあらずなので、なので、まあちょっと、そこもね、今後ちょっと試していこうかということで、全然ね、なんかこう、ダンジョンとか、ランドダンジョンとか一切回らずに、そういう勲章ばっかりちょっとやるような形なんですけど、やっぱり強いキャラをね、どの子がいいのか知っておいて、で、やっぱりリセマラじゃないけど、最初のガチャでね、この子で始めていいのかなっていうのがね、やっぱり基準になると思うんで、まあ、ぜひぜひちょっとそちらをね、まあちょっと長い目で見ていければなと思っております。まあ、配信ってか、危ないリリースね、始まる前にね、そこをね、ある程度しておきたいなという感じですね。NFT は NFT だけしか掛け合わせられるのかな。危ないガチャは NFT ではないよね。いや、多分ね、掛け合わせはできると思いますよ。ただ、なんだろう、アンレベルに影響するレアリティみたいなところには関係ないと思います。結局、NFT ドールも、NFT ドールと普通のドール、ガチャからの出るドールね、どういった違いあるかっていうと、アンレベルがあるかどうかなので、なのでそういった面で言うと、多分、ね、覚醒自体はできると思います。で、覚醒してレア度は多分上がるんですけど、ただそこで上がったレア度自体は、そのアンレベルには影響出ないっていう感じですね。もともとね、星1のキャラクターを星4まで強化して、それでアンレベルが上がるかっていうと、そんなことはないですね。もともとの獲得時のレアリティがね、一応、アンレベルに反映されるみたいなので、そうですね。まあ、なので、やっぱり、確実にね、NFT として入手するのが大事なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次行きましょうね。と言ってる間にね、結構サクサク。いや、でも本当にリノアちゃん強いと思うけどね、なんかすごい快適です。なんかやっぱりジュピターですね。私これ、なぎさちゃん私のね、推しのなぎさちゃんね、あの子もね、このジュピタープレスあるんですけど、まあ、その子とだいぶ操作感近いよね、この雷の麻痺のやつとか。で、まあ、強いて言うなら、正直まあ、なぎさちゃんのね、気絶とかやっぱりね、かなり強かったので、気絶じゃなくて、まあ、感電がね、どこまでこう使いやすいのかっていうのがちょっと微妙にわからないところなんですけど。ちょっとね、感電とか気絶とかの状態以上のね、具体的なね、なんかここがわかりづらいんですけど、まだ今使ってる感じはね、すごいやっぱり便利かな。使い勝手良いかなというような印象ありますね。で、結構やっぱり固有スキルもね、やっぱり強化が進んでくると、こうやってね、結構今から使いますけど、結構広範囲にめちゃくちゃ切って。ていうか、固有スキルね、リマちゃんの固有スキル、めちゃくちゃかっこいいんですよね、モーションが。だからね、ぜひね、見てみてください。めっちゃかっこいい。なんか剣がね、なんかすごい伸びて。あ、
稲妻落とし初めて見た。これじゃあ使おう。稲妻落とし。なんかよくわからない感じでしたね。そういえば今日歌全然見てないな。星4以上は覚醒で同じ職業の別キャラを食らわせます。同じ職業の別キャラ。ありましたね。そうでしたね。そこをね、画面として、後でちょっと見ていきます。もうすぐでね、倒せ、やばい。双剣だから逃げれるはず。双剣だから間に合う。足速いんだよ、本当に。そうね、この子たちは。痛い。ちょっとふざけました。こうやってね、やっぱ HP なくなった時にね、回復アイテム拾えるようにね、してるといいですね。ちょっと近寄れないけど。無理しないでください。この子倒して虹が欲しい。やばい。危ない。あれ取りたいけど危ない。ガチャチケで引けば覚醒できるってことですね。そうですね。ちなみにね、このね、私この音楽のやつね、これ流れてるこれでね、前の配信がね、著作権侵害してますって言われて面白かったですね。著作権ね、引っかかるとね、収益化にね、繋がらなくなっちゃうんですけど、別に特に配信なんでね、特にそういうものはないのでいいんですけど、なんか本格的にね、なんかそういうのとかが入ってくると、曲の部分カットしないといけないんだなっていう風にちょっと思いました。やばい。危ない。やっぱ回避が早い。こうね、敵の攻撃見えてから、割と走っても意外と間に合う感じですかね。こうやってね、スーッと、だいぶ余裕ですね。もういけるでしょ。いけてましたね。かなりやっぱり使いやすい。ちょっとね、やっぱり耐久的にはね、若干劣るので、そこだけね、ちょっと回避しっかりしないといけないんですけど、ただやっぱり回避も、スキルの出が早いからそんな拘束されないし、チャージスキルもね、あんまりないからね、そういう事故は結構削れるかなという印象ですね。リノアちゃん強いそして可愛いね。じゃあ、お次のキャラクター見ていきましょうか。次誰だろう。秋月ホタルちゃんね。この子あれか、治癒スキルだから、回復系かな。ちょっとスキル一旦最初に見るね。すごい。白馬の王子様専用ヒール。このゲーム女の子しかいないけど、王子様専用みたいですね。まだヒールとかばっかりですね。UP 軽減状態を付与。じゃあ、MP、そういうのもあるんだ。セレスティアルヒール。これ強い。これね、指定した範囲にね、この回復エリアを出現させるやつなんですけど、これが結構、めぐみちゃんね、この緑の髪のね、女の方も持ってたんですけど、強いなって思ってたので、これ結構いいですね。で、あとは、ホークアイ。クリティカル率を、味方のクリティカル率上昇。幻惑の霧。暗闇付与。攻撃もちょっとありますね。攻撃はでもなんかちょっとどうだろうね。あんまりやっぱりじゃあ攻撃する感じじゃないのかな。あとこのエナジーパレットもね、結構強いのでね、後で多分取る予定ですけど。で、アイスニードル、ヒールウィンドということで、結構、もともと回復スキル持ってるし、で、ハイヒールもあるから、このあたり取りながら、ちょっと攻撃も混ぜていこうかなと考えますね。じゃあ、どちらかというと、回復は結構お任せくださいという感じなので、結構火力寄りのね、構成にしましょうか。ちょっと、さすがにね、ちょっと味方の子たちはちょっと火力のキャラ入れたいですね。
あ、そうだ、さっきの、ごめんなさい。覚醒のことちょっとね、お伝えしますね。覚醒ね、どうしようかな。誰がわかりやすいかな。私はカイトリオンだ。津上彩香。遊びでドールやってるわけじゃないからね。はい、覚醒なんですけど、ま、こんな風に、ま、同じキャラがね、何人かね、いっぱい当たりましたよと。まあこれ私ガチャ回しすぎてめちゃくちゃキャラ多いんですけど、一応ね、この背景がグレーのやつが星1で、背景が緑が星2で、青が星3、紫が星4になってます。で、例えば、どの子がいけるかな。ランダムでやりすぎたかな。ランダムでやりすぎて星4しかいない。星4しかいないんだけど、まあいいや、いいや。もう一回さっきの子でいこうかな。例えばこのね、この日高めいちゃん。この子を、これじゃないな。覚醒っていうボタンがね、この下にあるんですけど、覚醒をしてあげると、同じキャラ同士を、ここにスロットに装填してあげると、覚醒することができて、マックスレベルがね、5ぐらい上がるのかな。で、レアリティが上がったり、上がらなかったりします。今は上がらないかな。1回目は上がらないかな。で、2回目するときに上がるかな。で、じゃあこのね、次星2になりましたよと。星2にやったら次は星2のメイちゃんを、2枚セットして、で、多分3枚かな、結局。3回やった気がするので3回入れます。で、これでね、次星3になりますよと。で、星3になったら、この右側、ちょっと見づらいかな。その右側にね、獲得スキルっていうここにね、項目あるんですけど、ここが、今の星レベルに合わせて、ステータスが付与されたり、ちょっとした能力がね、付与されるんですよ。で、今、メイちゃんの星3は、命中がプラス 25% されるというようなね、補正が入るので、なので、進化していけばいくほど、こういったね、補正がいろいろついて強くなっていきますよという感じですね。はい、で、この調子でじゃあ星4も見るんですけど、星4になると、さっきね、マルコさんがおっしゃられてたようなやつで、ここですね、同じタイプの星4を装填することで覚醒することができます。なので、もちろんメイちゃんでもいいんですけど、こっちのメイちゃんじゃなくて、他のキャラクターの星4でも一応覚醒することができるんですよね。ちょっと試しにね、じゃあちょっと覚醒してみますね。これでじゃあちょっと覚醒しましたよと。で、覚醒して、で、さらにその次はね、星4の、これが、なんだっけ、エンチャンターかなあたりかなそのあたりのキャラクターが欲しいということなので、その子たちをね、装填して、一応ね、こういう風にどんどん覚醒していきます。そうするとね、ステータスも伸びるし、上限のね、レベルも上がりますよと。で、ここで次に必要になってくるのが、同じ覚醒度の同じキャラクターが必要になってくるので、例えばじゃあメイちゃんもう一人ね、ちょっと別のメイちゃんを使って、じゃあ覚醒ね、どんどんやっていきますよ。さっきみたいにね、覚醒どんどんやっていきます。そうすると、この同じ覚醒度のキャラクターってこのね、覚醒のところに2っていう、ちっちゃいですけどね、ここに2っていう数字がついてると思うんですけど、この2のメイちゃんを合わせることで、星5のメイちゃんになります。で、そうすると、やっぱり解放されるスキルとかがあって、強くはなりますし、でもその先で次また星5の、この、同じタイプのキャラクターを混ぜないといけないっていうね。はい。こんな感じのね、超やり込み仕様になってますので、ガチャはね、何回回せてもいいです。本当に。多分ね、相当ね、星6にするまでね、本当にキャラクター数も多いし、かなり気の遠くなるね、作業だと思います。実際多分ね、ガチャにはね、ピックアップガチャとかもいずれ来るとは思うんですけど、ただ、本当にやばいですね。
本当に果てしないので、まあだから本当に、なんだろう、キャラクターね、できるだけ当てる分にはね、本当に、回す分には本当にいいと思うので、一回回しておきましょうという感じですね。はい、それがね、まあちょっと覚醒のお話ということで、やっぱり星4の子とかの方がなんか面白いスキルとかあるのかな。なんかやっぱり星4のキャラね、やっぱりなかなかガチャから出ないし、44体で星6、ちょっと、ごめんなさい、私そこまで計算してないけど、でも本当にめちゃくちゃいりますよ。めちゃくちゃいります。まあ、なので、まあ、ある意味背景ランク S とか SS キャラを星6にするのはかなりね、かなり骨が折れるんじゃないかなとは思ってます。はい、ということでね、まあ、頑張りましょう。ではですね、じゃあまあちょっと話がね、覚醒の方に行きましたけど、お次はね、こちらの、なんだろう、なんだっけ、強キャラをね、探しましょうというのにね、戻っていきますね。朝倉桃香ですわ。どうしようかな。結構ミスティックとか、まあ、はい、ストライカー一人入れたいかな。ストライカー、この辺入れようかな。この辺のストライカー入れて、こんな感じで。まあこれ、後ろはね、基本的に、背景ランクなしの子たちでね、構成してるので、まあそんなにここのね、後ろは、難しくはないですね。私も行けます。あわんたらさん、こんばんはです。いつもありがとうございます。今日はですね、ラスメモ先行プレイの配信ということで、中でも強いキャラをね、探していきましょうということで、今回は、一番ガチャのレアリティなガチャで一番出にくいキャラですね。その子たちの、強いキャラを探していくというような風にね、やってます。アスクリさん、背景も合わせるの、背景も合わせます。本当にね、私はなんかもう、ちょっともう、ガチャで、なぎさちゃんね、背景ランク S のキャラクターを今やってるんですけども、ガチャを回すのがもはや疲れましたね。無料で回せるとはいえ。なのでちょっと、星5で止まってます。まあ、この子がね、ちょっとね、攻撃スキルないので、まあ、あえてね、ちょっと攻撃スキル取ってもいいかもしれないね。最初ヒールしか持ってないからね。小さな一歩をいや、全くやっぱりね、この、ビルドモードしてると、全くこう、回復スキル使わないとなると、なんですかね、攻撃スキル最初使わなかったりすると、結構こう、味方任せとかになって、味方任せにするとね、どうしても敵がたくさん溢れてる時とか結構あるので、そうなるとちょっと、やっぱり、後々ね、自分だけめっちゃ追いかけ回されるとか結構あるのでね。まあそうならないためにも、ちょっとでも戦闘に参加できるように、まあ最初はね、攻撃スキル取れたらとってもいいかなと思ってます。で、まあちょっと今ね、通常攻撃とか見てますけど、夢を叶えたいから。まあ通常攻撃これね、杖系なので、まあこういうね、弾をね、発射するようなモーションになります。で、結構なんか、どうなんだろう、3回目がなんかすごいジャンプして撃つみたいな感じで、これがなんかちょっとモーション的にどうなのかなという感じはちょっとしますね。で、他のキャラクターも杖の子いるけどね、そんな跳ねることあるかな。まあいいや。とりあえず、小さな一歩ハイヒールの時ですね。でやっぱり回復役ではあるので、まあ、そんなにちょっとね、やっぱり耐久もそんなにあるわけじゃないので、しっかり回復をね、していきましょうね。こんな感じで、やっぱりね、周囲の敵をまず倒してから、ボスに挑んでいきたいですね。で、まあ、ヒーラーの方はね、この回魔アップ、回復魔力みたいな感じだから、まあ、ヒール値が上がるので、これちょっとね、取っておくといいかなと思います。ブラインドガーデン。これ初めてだ。攻撃しつつ暗闇を付与するなのでね、なんだろう、ミスが多くなるのかな。まあ、暗闇のね、影響はちょっとね、わかりづらいかもですけど、ちょっと取っていきます。で、これはあれか、操作系かな。こうね、スキル打とうとして、マウスでね、こう、位置にずらせるみたいな感じですね。で、これで、ブラインドなったブラインドなってんのかなわかんないけどね。さあ、じゃんじゃん行きましょうか。魔法攻撃上げとこうかな。
アイスニードルあります。なんかすごい。オーバーソイル。相手のクリティカル率と魔法攻撃を確率で低下。まあ、ビルドモードね、レベルでここまでいるかなって感じはするんですけどね。やっぱりかなり大型の敵とかだったらデバフ系はね、欲しいけど、まだそんないらないかなっていうことで、まあこの子もね、高難易度向けな気はしますね、ちょっと。小さな一歩を積み重ねます。アイスニードルはこんな感じでね、なんかこう、スキルでね、矢印出るので、そのね、前方の敵を攻撃できるというような感じですね。方向もね、決めれますね。で、結構貫通しそうな感じなのでね、貫通も活かして、こう、敵がガーって並んでるところに打ち込むといい感じだと思います。こんな感じで、バーン。結構いいですね。アイスニードル結構いいですね。やっぱりこう、貫通系がね、結構ね、便利で、一気にね、倒せる敵がね、多いのでね、こうなると。敵もね、やっぱりすごい数出てくるんでね。獅子桃さん、星4の素体は最低4体いれば、星6まで持っていけるかな。同じ素体ですかね。確かそれぐらいかな。ちょっとね、確か、あれもうちょっといりそう。もうちょっといりそうで、6体 ?6 体かな ?6 体ぐらい。まあ、でも6体ぐらいって気がします。だからリノアちゃんね、ゲーム内であと6体当ててくださいね、みたいな感じですね。めちゃくちゃ大変です。まあでも本当にちょっと6体、まあそれぐらいだと思います。本当にめちゃくちゃいるので頑張りました。星4で、星4、4で5じゃないのか。星4と、ちょっと待ってね。わかんなくなってきた。同じキャラじゃなくてもいけるからね、なんかどっかのタイミングだけ同じキャラじゃないといけないみたいな感じになるのでね。ここが確かちょうどランクが上がるタイミングな気がするから。シャーベットフロア。これちょっと気になってきたから使いましょう。こんな感じでね。結構あれですね、この、ホタルちゃんは、なんか、自分でスキルの位置を操作する系が多いですね。このニードル系もそうだし、この暗闇もそうですし、こうスキルマークのね、なんか上になんかこう、左右のマークとかついてるやつはこういう風にね、範囲をね、自分で選んで、好きなところにこうスキルをね、落とすことができますね。はい、そうこうしてるうちにね、突破しましたね。せっかくなので歌を聴きましょう。4の2突2体で星5になります。いやまあ、突がね、全てじゃないんで、全然そこまでやらなくてもっていうね。まあ、気長にやりましょう。で、しかもまあ、一応ガチャなのでね、なんですかね、NFT として当てないといけないわけじゃないから。まあでもやっぱりかなりね、難易度は高いのは本当にその通りですね。すごい味方がめっちゃやられてる。いた。当たるんだ今の。いや、このニードル強いね。めちゃくちゃ貫通が便利で。ニードル1個取ってるだけで結構、ね、敵をいっぱい投げ払えそうな感じはしますね。こうやってね、こう適当に敵がいそうな方向にポンと打っとくと、結構ね、敵に近づかれる前にいっぱい倒せますね。で、ちょっと暗闇付与のやつ、なんとかガーデンみたいな
やつはちょっとまだ、まあ若干スキルのね、出も遅い方なので、ちょっと気をつけないとやられちゃうみたいな。アイスイード強い。積み重ねます。あ、そうやな。ごめんなさい。覚醒議論ね、めちゃくちゃやってくれてるのに、ちょっと出てないけど。星4444で、素材にするキャラは別のキャラでも大丈夫。ああ、そうですね。その子たちを目的のね、覚醒値まで持っていくのは別キャラでやって、そうね、素材になる同キャラの覚醒度はね、他のキャラとかであげたりとかね、そういうのができますね。まあ、でも結構この、ホタルちゃん結構ね、なんか遠距離射撃がすごいやりやすくて、なんだろう、あんまり敵に近づかずに戦えるのがすごい魅力的ですね。結構やっぱりね、近づくとね、リスキーなのでね、こういう遠方からスキルって。で、回復にね、徹せれる、回復というか、今のはミスですが、まあまあ、そうやってね、こう、かなりリスクを減らして戦うことはできますね。セレスティアルヒールをちょっと上げておこうかしら。全部ね、こう遠方系だし、この方向とかもね、やっぱり自分で決めるやつだから、結構こう、遠くからね、パシパシって。まあ大体スキルね、1、2、3回打ったらね、移動した方がね、まあ危険は減るかなという感じですね。星が上がるタイミングで素体プラス素体が必要。ああ、そうですね。もうその通りでも全然私ちょっと言葉が出なくて。その通りです。説明的には。実際やってみないとつかみどころがね。いやまあそうですね。覚醒はまあ本当に、まあ、こりゃやばいってなりますけどね。セレスティアルヒールね、これね、まあ、ある程度レベルが上がってくると、結構範囲でこう回復できるように、ね、なってくるんで、その範囲をね、例えば、こう、敵の近くとかに置いておくと、まあ、結構いいんじゃないかな。回復が間に合わない。やられちゃった。まあ、あと1体かなと思うんで1体なので、ここからがですね、本番ですね。やっぱ1対1になったら強いよね、このヒールが強いから。小さな一歩を積み重ねます。で、なんかね、スキルも、なんかね、進化条件とかがあって、進化することあるんですよね。この星のマーク、今ね、なんか大きい星のマークついてるんですけど、こうなるとね、なんか、特殊な効果がまた追加されるとかあります。で、進化条件はね、またスキルによって多分違うのかなって感じするので、そこは要チェックですね。ただね、やっぱりね、回復キャラを使ってると、どうしてもビルドモードとかだったらね、なんかあんまりこう火力を出せないっていうので、こう、あんまりね、自分がアクティブに攻撃しない分、結構時間はかかりますね。安定もするけど時間はかかるから、こう、時間制限とかあるところでギリギリだったら危ないかもしれない。初回の10連とかでリノさんは5台が出ていやまあそう、本当にそれぐらい出ないとなかなかね、いやでも出ない。さすがにそれは出たらすごいけどね、1体出たらいいんじゃないかなとは思いますけどね。結構私もガチャめっちゃ回してましたけど、まあ出ないね、星を、SS ランク。星4自体はね、出るんだけど、まあ多分、星自体の確率は一緒なのかな。まあでもやっぱりこの狙ったね、36人もいるから、36人のうちの1人がね、出ないっていうね。あれどこだ？あ、こっちか。まあちょっとね、ビルドモードをする上では、リノアちゃんだとちょっと、時間かかってしんどいかなっていう。あとね、5分しかないですね、これも今、ステージで。まあなんかちょっと積極的にいきますね、これ。まあでもこのハイ回復めちゃくちゃ強いからね。やられても、まあすぐ回復できるしっていうね。まあ、一撃でやられない限りは大丈夫かな、みたいな。もう、やられたそばから回復するみたいなね。もう黒の天使様みたいな感じのことができちゃいます。
セレスティアルヒール本当に強いと思う。まあね、でもね、戦いもね、もっとね、流動的なものになってくると、まあ、範囲回復だったらね、そのところにヒール置いててもみたいな、にはなると思うのでね、まあ、結局は本当に状況によるとしか言えないんですけど、これアイスリップ強いな。アイスリップ。なんかね、アイスリードルその貫通がめっちゃいいのと、あととてもね、出が早い。出が早いのめちゃくちゃ私的にはポイント高いです。もうね、ここにヒール置いておけばまあいいかみたいな。どんどんスプレーしていきますね。小さな一歩を積み重ねます。フライングがやっぱりしてるほど敵の攻撃がやっぱり当たりづらくなるのかなっていう感じなのでね、こうなったら強いよね。これでね、一撃でやられないぐらいだったらもうずっとここでね、待機して戦えばいいしみたいな。これは強い。あ、危ない。やっぱりね、序盤はね、結構味方やられちゃう感じが多いんですけど、やっぱり回復系でこうやって進んでくると、こういうヒールとかでもう、ね、コンピューターもね、全然知らなくなるので、まあ、やっぱり、ね、後半は早いですね。NFT で出てきてくれたのめっちゃ運いいや。いや、そうなんですよ。だから、NFT で、まあ正直、リノアちゃんとか本当に、背景ランク SS だから、ね、なかなか買えないから、まあだからこそ、本当に、今回のガチャで出たのめちゃくちゃいいと思いますし、まあガチャもね、実際のこのゲーム内のガチャでも、まあ多分そんなにはね、出ないのでね、まあ今のうちに本当に入手できて本当にいや、私も結構羨ましいぐらいのね。なぎさちゃん欲しかった。封印された。こんなんあるんだ。スキル封印されました。なんかアイスニードル使えるけど。ヒールが封印されたのかな。ギリギリ。ま、本当にめちゃくちゃ時間ギリギリだし。これ取って。なんとか倒せました。結構ね、やっぱり時間がね、ギリギリになるかなという感じで、まあ、そこがちょっとね、しんどいところではありますね。300% はね、もう本当に使い切ってる。いや、本当にそのレベルです。いや、でもまあまあ、これからね、長いこと、ね、時間かけて集めていけばいいんじゃないかなと。300% 本当に羨ましいですね。何度の招待を送るので、リリース時に回ってもらう。いや、まあ、ぜひぜひ。私はまあ、ちょっとプレイングで頑張ってカバーしようかなとは思ってるので、まあ、そんなに強いキャラは持ってないんですけど、ちょっとね、ちょっといっぱいゲームの、この、操作で頑張ってね、カバーしようと思うので、ぜひ、招待していただければ、必死に頑張ります。待ってね。何度持ってるだけで、ステーキング状態ってのもどんなものか気になるし。どうなんですかね。ランドね。確かに。売れたら原始回収。いやー、本当にね。300% の子はね、売れたら原始回収だよ。さあ、じゃあ、ホタルちゃんもまあ強かったです。強かったけど、なんかやっぱり回復スキルをもっと活かせる場あるんじゃないかなとか、やっぱり序盤は結構、ビルドモードとかだったらね、回復キャラを使ってやるとちょっと時間が間に合わなくなりそうな感じはするのでね、やっぱりアタッカー系のね、キャラクター使える方がいいのかなという印象はありますね。ということで私はまあストライカーのね、レンちゃんを使います。
レンちゃんの星1にしようかな。次はね、じゃあレンちゃんですね。はい。ちょっとスキルちょっと先見出してね。デート装備だって。レンちゃんね、まあレンちゃん一回使ってるけどね。一回使ってるけど、まあでもそんなにね、レンちゃん、どうだろう。どれが強いかな。メガエクスプロージョンとかね、あるけど。まあいいか、一旦やりますか。ちょっと、昨日使ったけどなんか忘れちゃった。昨日使ったけどね。願いのために何でもやる。レンちゃん。私レンルース。でもそうだ、これ体力的にあと4回しかいけないから、ちょっとじゃあごめんなさい、レンちゃん使ったことあるので、ちょっと別のキャラに行きます。私が誰かってこまりちゃん。天才少女のミスティックですね。困りなのだ。土のね、ミスティック初めて。無属性ダメージを与えて、確率で移動速度を下げる。あ、移動速度低下、珍しいね。で、アイスニードル来た。アイスニードルこれ強いからね。今戦でだいぶポイント高い。でもみんな結構使えるね。フローズンノバ。あ、これ使える子少ない。指定した位置に水の柱を召喚し、ヒットした相手に、なんか、ちょっとどうだろうね。ガイアズ・エンレイシ。これは土属性のなんか技で、これさっきのね、デバフだね。ギャラクシーインパクト。名前が強い。名前がね、気絶だ。うわ、気絶強いんですよ。気絶がね、完全に相手の動き止めれるので、ちょっとギャラクシーインパクト取りたいね。フリーズクロスは、まあ普通に範囲攻撃で、さっきシャーベットフロアやったね。でサーモンゴーレムね。いや、面白い。これ面白いけどね、なんかこう、正直、強いかよくわかんなかったです。これ、使ってみましたけど。なので今回はね、スキップですね。スタックマント、泥沼みたいなやつね。あれもよくわかんないから。ストーンウォール。ストーンウォールも珍しいね。じゃあ、まあ、この辺りをちょっと狙っていきますね。行くよ。よし、ちょっとギャラクシーインパクトめちゃくちゃ使いたいですね。売りたくない。いやー、売りたくないよ。いや、だってめちゃくちゃ可愛いもんね。そう、キャラクター可愛いからなんかね、もう推しに、ね、なっちゃうとかでね。なかなか売れない。ねえ、一人一枚しか送れないのかな。どうだろうね。ランドとかね。ちょっとね、ランドの仕様ね、まだ全然見て、もうキャラクターばっかり見てるから、本当に全然ね、把握してないの。ボックスハイトはあまり期待できないなら、ヤドウトランドのステーキングに行きたい。まあ確かにね。ボックスハイトもね、ちょっとわかんないけどね、まだまだ。じゃあ、どれ取ろうかな。まあちょっとストーンウォール気になるから使うけど、これ多分ね、防御用なんだよね。まあ、とりあえず通常攻撃ね。通常攻撃こんな感じです。なんかちょっと、3回目の攻撃が結構高速が長い。さっきの子よりも、ホタルちゃんよりもちょっと長い感じしますね。ホタルちゃんジャンプめちゃくちゃ速かったもんね。飛んですぐバシーンだから、意外とこう、見た目のアクションの大きさほど、拘束時間はなかったけどっていう感じなんですけどね。で、スキルが、これ、あれか、場所をね、選択する系ね。で、これが、チャージで、ストーンウォール。こんな感じでね。完全に壁なんだ、これ。完全にオブジェクトになるから、だからね、ウォールして、スキルでね、こう、釘が入ってこないようにして攻撃する。ギャラクシーインパクトきたー。じゃあ取ろう。じゃあやっていきますね。やっぱりこういう操作系なんだね。操作できる系です。来た。隕石が降ってきた。あんな感じで多分ね、攻撃するということで、まあレベルを上げたらね、多分もっと数降ってくるので。ストーンウォール。ガイアズ・エンレイシ。取ろう。これも、すごいね。もう、めちゃくちゃ範囲指定する系だね、どれも。すごい、めっちゃノックバックついてる。ちょっとノックバックって書いてた？ノックバックは書いてないけど、結構ノックバックしたね。ガチャは1回いくらで回せるんですか？なん
なんかね、2000、ちょっと今はわかんないけど、今の、ね、今出てる数値だったら、2800 X ジークとかで、1万 X ジークか。1万 X ジークをね、1万5000とかで買ったんですよ。だから、1円で 0.6 ギークとしたら、1円で 0.6 ギークで、2800だから、45ぐらい、4500、4500円ぐらい予想はそうですね、4000円ぐらい、4000から5000円ぐらいかなと思います。まあ、ただ、やっぱり一応テスト版ということなので、まだ全然ね、変化はあるかなと思いますけどね。こいつ防げるの4300とかなんかそうですね、それぐらいだと思います。ちょっと私のなんかね、音声チェック用のね、スマホとかが、お亡くなりになっちゃって、充電なくなってお亡くなりになったので、もし音声とか悪かったらね、遠慮なく連絡してもらえればと思います。今のところ結構ね、この子も、ホタルちゃんに近いかな、動き的には。なんか遠くから攻撃するアイスニードルもね、あるしね。で、まあ、もしかしたらこのウォール、ストーンウォールみたいなやつで、こうね、うまいこと相手から距離取って戦うみたいなことがね、できるかもなんで、また、なかなかね、本当に難しいけどね。4人いるときはそんなに効果ないけど、1人とか2人とかで自分が狙われやすくなったときとかは、ああいうね、盾とかでね、守りながら戦うのはいいかなって感じはしますね。ちょっとやっぱり全体的にね、スキルを打つのに、毎回ちょっと栄唱が入る感じはあるので、そこがちょっとネックですね。で、それを回避するために、ちょっとアイスニードルとかをね、取っててもいいかもしれないです。まあ、エナジーパレットもそうだね。エナジーパレットも結構ね、速射で、まあ、かなり範囲がね、広い攻撃なので、この辺りとかもね、まあ、全部をそれね、取らずにやったらいいんじゃないかなと。けどやっぱりチャージが間に合わなかったらね、スキル、こんな感じでね、チャージしてる間に襲われちゃうみたいな。銅で3個しか出ないなら、900以上ボックス集めていきたいか。どうだろうね。まあ、さすがにないと思うけどね。で、300XG ジーク固定かな。どうだろう。ちょっと本当にね、そこのあたりね、わかんないんですよね。噂ではね、その X ギークの排出量とかも、時間が経てばね、経つにつれてちょっとね、減っていく的な感じなのかな。まあその分ね、キャラクターの育成がみんなできるでしょうということで、なってるみたいですけど、まあその辺のスイープとかもね、考えると、まあ一概に固定値ではないのかなという感じはしますね。はい、じゃあミュージックスタートですね。iPhone がiPhone ついてないから歌声が聞けない。困っちゃう。まあそうですね、の部分に関してはやっぱり始まらないとなんとも言い難いかなと思います。よし。どうしようかな。ちょっとじゃあ、スピードアップするために、宝箱あったら、フローズンノバ。これちょっと使ってみたい。フローズンノバちょっとやっぱり使いたいから、スピードアップやめ。敵倒します。
フローズンノバ。あ、これも移動系。あ、でも結構射程長いんだ。おー。え、すごい。すごいすごいすごい。え、これなんかめちゃくちゃ、ね、時間かけたらっていうか、強化したらすごい大きい柱になりそうだけどね。でね、結構なんかこういうハイスキルね、サークルを自分で操作できる系はね、まだいいんですけど、なんだろう、モーション測定でその場にね、もうスキルをポンって置く系だったら、結構ね、なんかこう、その間に敵が移動しちゃって、なんか望むヒット数がね、得られない時とかあるんですよ。これとかだったらね、ちょっとね、敵の進行方向に設置しておいて、でそれで当てるみたいなことができるんですけど、そこがね、やっぱり、スキルによっては当てづらいやつとかもあるんでね。これ入るごとにレベル1になるの。あ、そうですね。レベル1に戻るので、まあだからこうスキルがいろいろ毎回変わって、まあ、そのね、編成の多様さを楽しむみたいな感じですね。と、この柱面白いね。柱結構なんかこう、滞在時間長いから便利かもしれない。あとこれね、こうあんまりこう動かない敵とかにもヒット数稼げそうですし。やばい。あー、いないいないいない。やばい、囲われた。固有の方が、固有がちょっと、でも固有もそうか、操作系か。操作して、無法攻撃のね、範囲広げれるから。うん。固有もこんな感じだけど、固有はちょっとね、範囲が狭い。狭いから、威力は高いけどね。でもちょっとやっぱり当てづらいかな。他がやっぱり優秀ですね。どれも結構遠方にこう、スキルを投げれるので。やっぱり遠くから戦うみたいな。これとかだったら届かないもんね。僕触った。ちょっと見逃した。なんか確かに見た気がする。なんか装備腕とか入ってたかも。あれか、ちょっと開けれたらちょっと開けてみますね。なんかね、本当にね、何を取ってるのかわかんなくなるんですよ。いっぱいアイテムあるから。うん。やっぱり見た目とかがね、ちゃんといろいろコロコロ違うからね、見た目でわかるかもね、慣れてきたら。ランドダンジョンとか回せるのは、この育てたキャラだけ、キャラでいけます。なるほどです。だから、ね、だからいっぱいね、育成して、だから覚醒とかもね、できるだけしてって感じですね。そうだ、なんだっけ、さっきのこのギガントインパクトみたいな。これ、気絶ついてるから、気絶さ、この気絶状態になったらね、敵完全に動かなくなるので、この時に結構やっぱり与えづらいこういうスキルとかを打っておくと結構強い。これでも、すごいね。こんだけヒットするから多分、結構な確率で、ギャラクシーインパクト強くない結構な確率でなんか、やばい。結構な確率で、というか多分、いっぱい降ってくるから、どれかでは絶対に気絶になるでしょうみたいな感じがして、あまり動きのない敵とかだったら、あれで当てて、で、なんだろう。で、結構魔食系のスキル、あれかな、フルタイム少ないのかなこれで当てて、で、このね、水の柱でめちゃくちゃダメージ稼いでる。し、やっぱり結構離れたところから基本撃てるからね、安全だよね。強い、ギャラクシーインパクトめちゃくちゃ強いかもしれない。すごいね。めちゃくちゃ気するじゃん。威力はあれかな。威力はちょっと他のスキルよりは劣るかな。なんか他のこれぐらい派手めなスキルに比べたらちょっと劣るけど、でも、十分。
めちゃくちゃ広範囲だしね。ボス戦とかでめっちゃ役立つそう。で、ビルドモードでもこれ役立ってるからね。そう、こうやってやっぱ気絶するとね、敵のスキルキャンセルできるから、結構ね、やっぱり味方とかを守るという意味でも結構使えるんですよ、この気絶スキルは。すごい。これだけやっぱりヒット数多いとね、気絶するね。ああ、終わった。強かった、なんか。こまりちゃん強いね。ひまりちゃんこまりちゃん気絶、まあ、そっか、PVP とかね、もうあるもんね。PVP とか GVG とかだと、ああいうね、なんか、ちょっとモーション脳水系のスキルだとあれかもだけど、でもなんか通り道とかにね、ああいうスキルポンと打てれば、かなりね、強い。ランドはレベル上げて、いったやつで行くのね。そうみたいですね。あ、なんかそういえば、ボックスなんかあったっけ？あ、これか。これか？ちょっと後で見てみよう。問題ないよ。ゲーム内の通貨もあるんだっけ？ゲーム内の通貨はないですね。X ギークが一応全部共通ですね。あ、そっか、ごめんなさい。クロンっていうのがありますね。クロンでもあんまり使ってるかな？何に使う？装備強化とかに使うのかな？ちょっと待ってね。装備の、ちょっと見ますね。整理は大事だと思う。なんか装備の強化とかでもしかしたらありました。ごめんなさい。クロンというね、この金貨みたいなのがありますね。これはまあ本当に完全にゲーム内で手に入るものなのでね。でもこれはもう全然 NFT とかにはならないのでね。はい、クロンですね。ありがとうございます。ということで、今のところですね、3人使ったのかな？ 3 人使って、3人とも正直強いけど、その3人の中だったら、ちょっと比較しがたいですけど、似たようなタイプで言うと、そのホタルちゃんと、こまりちゃんがね、似てるんですけど、こまりちゃんのやっぱりギャラクシーインパクトがかなりスキルとして強かったので、こまりちゃんちょっとね、いいですね。昇進欲求強めの天才少女らしいですね。強いです、本当に。で、これで、じゃあギャラクシーインパクト強かったけど、他のキャラ持ってないのかというと、意外とみんな持ってます。で、全然背景ランクなしのね、キャラクターとかでも全然持ってますので、なので、全然、この子じゃないとダメってことはないです。むしろ固有スキルだけは、どうしてもね、引き継げないので、固有スキルでいいスキル持ってる子がやっぱり強いかなというイメージですね。そういう視点でいくと、他のさっきの、3人、このね、白馬の王子様専用ヒールも、これもどうだろうね。ヒールだしね、マリオネットドリームもね、火力系だし、かっこいいけどね、でも、出が早かったかな。出が早いから、ね、ニノアちゃんの出が早かったから、そこはいいかな。で、ちょっと今日は使わないですけど、この槍のね、レンちゃんも、ね、範囲広めで、モーションはちょっと、リノアちゃんぐらいの拘束時間かな。だから全然使いやすいと思いますね。で、あとは、今で5人ぐらいかな、評価できてるのが。で、次が、ナナちゃんなんだけど、ナナちゃんも実はかかりました。ナナちゃんも、結構広範囲な範囲で、だから無属性のね、攻撃ですね。で、あとは氷山出現させたりとか、竜巻のね、出せるやつとかありますけど、ただね、ちょっと私的にはナナちゃんはそんなにめちゃくちゃ本当に無難に使いやすいですけど、特別これがめっちゃ強いみたいなのをちょっと見出せなかったので、リノアちゃんとか、さっきの、くまりちゃんとか、こちらの方がやっぱり、強いみたいなのをちょっと感じられましたね。ちょっと私の使い方が悪いだけかもですが。強化にお金と素材が必要になるタイプね。そうですよね。その通りです。で、あと、1、2、3、4、
4、5人かな、あと5人ちょっと試すんですが、ちょっとすでに試してる子はね、先にご紹介しますね。まあ、めぐみちゃんもね、実は使ってるので、今回ね、スキップさせてもらいますけど、まあ、やっぱり蘇生が、さっきのね、誰だ、こまりちゃんじゃなくて、めぐみちゃんかな、めぐみちゃんと一緒で、まあ、回復系なので、回復系のスキルは多めになります。で、ただ、どうやったかな。まあちょっと雷系のスキルね、あんまり使えてないんですけども、サンダーブレイドとかね、結構威力は高いですし、やっぱり蘇生が何よりもね、かなり固有として強いスキルなので、めぐみちゃんはね、やっぱり唯一無二の性能ということで、まあ、ここの評価はね、やっぱり、もう別次元のものかなと思ってます。で、まあエナジーパレットというね、このスキルがかなりね、範囲スキルとして優秀なので、まあ、これも結構ね、私としてはおすすめです。なので、それが取れるので、まあ、そんなに攻撃で困ることもないかな。まあ、とはいえ、やっぱり攻撃スキルはね、そんな多くはないし、まあ、コンもね、そんな高いわけでもないので、まあ、回復にね、専念することになるかなとは思うんですけどね、そういうマルチ系とか、ランドダンジョンだと。まあでも範囲回復とかもね、ありますし、基本的に回復系のスキル、基本的なスキルと、あとエナジーパレットでね、こういうノックバックとかで敵の妨害とかしやすいので、まあ良いかなと。で、あと、麻痺もね、関連かな、関連のスキルもね、一応持ってるので、それこそ、私の推しのなぎさちゃんとか、さっきのリノアちゃんとかとの、ジュピタープレスとかでね、火力を伸ばすためにも、こういったキャラクターと組むと結構いいかなという感じです。まあ、シナジーがありますね。ということで、あとは4人かな ?4 人だけど、どうしようかな ?4 人、体力が持つかなでも回復しそうだからいけるかな ?4 人だから見て終わりかなという感じですね。遠征に、じゃあ次はこの万丈ゆうきちゃん。ゆうきちゃんをね、入れてやっていきますね。力は発揮すべきもう、今ね、回ってるステージは全部一緒なのでね。そこにね、差はないかなと思ってます。最初から持ってる時点でいいのか。そうですね。やっぱり最初の、やっぱり初期のね、スキル、固有スキル。固有スキルがやっぱり使い勝手いいかは結構ね、大きく大事になってくるかなと。まあ、それ以外でね、固有スキル以外のスキルがめちゃくちゃいいみたいなのも評価基準にはなると思うんですけど、やっぱり、運になるんでね、このゲームの使用上、そのビルドモードとかで、そのビルドシステムかなシステムの使用上、そのスキルがうまいこと出てこないとか、そういうことも全然あり得るので、なのでやっぱり固有が強いが結構正義かな、みたいな印象は受けますね。めぐみ様は150%だったな。そうですね。めぐみちゃんとりのあちゃんね、まあ、関連で合わせたらね、一応シナジーであるかなと思うので、あのセットはいいんじゃないかなと思ってます。ガチャで出るかもわからないものだもんね。そうですね。おじさんが当たり前のように持ってる。いや、そうですよ。これ私先行プレイだからこんだけ遊べるけど、実際こんなにね、絶対できないからね。こんなにね、みんな試すことできないから、だから本当に今をね、有効活用してやっていきたいですね。はい。で、ここからがここね、ガーディアンなんですよね。ガーディアンだからやっぱりね、耐久にはなるんですけど、どうしようかなガーディアン。物理攻撃ちょっとあるので、物理攻撃系のスキル取ってもいいかなと。下物理防御あった。この子ね、なんか移動早いんですよね。移動結構早い気がして。で、スキルに攻撃とかね、スキルに関しては、ちょっと、斧だからね、ちょっとやっぱりモーションがゆっくりしてる。ただガーディアンだからね、耐久高いから別になくてもいいのかなって感じしますね。で、あとね、なんだろう。攻撃スキルかなスキルこれね、結構、物の攻撃で、ちょっとね、待ってね。この斧の攻撃で、多分ヘイト稼げるのかなこれは。気絶がね、あるんですね。これ、固有スキルがついてるのが結構強いなっていう。やっぱり気絶も普通のね、キャラクターあんまいない中で、気絶をね、付与できるのがめちゃくちゃ強いなと思います。
めぐみさんだ。めぐみさん、こんばんは。ねえ、いや、めぐみちゃんがいるのでね、めぐみさんね。めぐみちゃんめちゃくちゃおとなしいというか、爆裂の感じじゃないけどね。爆裂しそうな女の子。あ、でもメガエクスプロージョンっていうスキルありましたよ。なのでね、ぜひめぐみさんはそちらのスキルも使ってあげてください。力が湧き上がる。で、今ね、ちょっとしれっと取れたんですけど、ガーディアンのね、キャラクターの中には、無敵スキルがあるんですよね。無敵になれる、本当に完全に無敵なので、敵から攻撃受けても、一切大丈夫。で、それで、やっぱり敵からヘイト溜めた状態で無敵とかしてね、これとかで無敵して、あ、チャージか。無敵チャージ入れますね。だから、そういう状態になってる時はいくらね、攻撃受けても大丈夫なんですけど、この状態、来なかった。何を選ぶべきか。強くなれたな。今はね、結構ノックバック多い気はするんですよね。だからそこをね、うまく活用できた。はい。で、ガーディアンはちょっとね、注意しないといけないのが、やっぱり序盤ね、ビルドが進んでない時って結構耐久がまだやわだったりするので、変にヘイト稼ぎすぎてね、やられてしまったら、ちょっとよろしくないので、ある程度耐久がなってから、こういうね、身代わりみたいなのとか使っていきましょうね。で、この子もう一個ね、スタンダッシュ、これ、もう一個、強く技術技あるんですよ。だからね、この子とね、なぎさちゃん合わせたい。なぎさちゃんね、技術速攻あるのでね。いやー、いいですね、この子は。強くなれたな。生まれたことを悔いなさい。で、意外とね、やっぱり火力もガーディアンの中ではある方かなという感じはするので、全然強いですね。で、ちょっと、今回平成ミスって、2人ガーディアンいますけど、逃げも隠れもしない。やべ、スキルをね、敵のスキル完全にキャンセルできるのめっちゃ強いと思います。何を選ぶべきか。攻撃振っちゃおう。さすがに同じキャラはパーティーに入れられないよね。そうですね、同じキャラは入れられないです。なので、そうですよ。だからこう、スキルとかね、なんかこう、関連してるキャラに対して特攻があるとかいうね、キャラとかいるんですけど、いざそのキャラのスキル見たら、なんかその関連スキル1個しか持ってないとか結構多くて、だからね、その特攻スキル使いづらいかなと思ったら、意外とこう、他のキャラとかがね、持ってることがあるので、その関連でね、関連スキル持ちのキャラクターで染めて、そういうのでね、倒していくみたいな楽しみ方とか、それで火力出せるとかもあり得るのかなと思ってます。そう、この子は守護天使ですね。逃げも隠れもしない。もっと強くなれる。勝機は我らだ。いやー、結構ね、思ってモーション大きいけど、その分、結構、一回の攻撃がすごい範囲広いから、密集するところとかはね、巻き込んで攻撃しやすいよね、とは思います。やっぱりモーションね、大きいから、回避したいという方にはあまり向いてないですね。ハイパーリフレクト。一定時間自身に反射状態をつける。おー、すごい。これすごいね。強くなハイパれる。ーリフレクト。何を選ぶべきか。で、あとヘイト稼ぐね、スキルとかあるんですけど、一旦いいかな腕試しと。いこ結構本当にわかりやすく、本当にガーディアンで、ガーディアンで使えそうなスキルが本当にしっかり揃ってるので、ガーディアン使うんだったら割と一択なのかなっていうね。できればこの子使いたいかなみたいな、ゆうきちゃん。もう一人ね、名前何だったかな、リオンちゃんだったかな、ガーディアンでね、S ランクのガーディアンいるんですけど、その子も結構ね、モーションは剣で、無敵と肩代わり両方持ってたので、その子はその子でね、使いやすいです。で、攻撃もね、結構ね、軽い感じで、もう、せっせとね、攻撃できるので、そこはいいところかなと。ただ気絶とかがない分ね、やっぱりそこがちょっともったいないかなって感じはしますね。気絶があるのが本当にすごい。相手にね、何もさせれないから。
こんな感じでね、もうずっとボスをね、こう、一方的に攻撃し続けるみたいなね。これができるのが本当にすごいね。思い切り叩きつける。まあ、ただ、ちょっと本当に構成がミスってるんですけど、まあ、で攻撃力はそんなないので、ある程度はね、力が湧き上がる。攻撃のメンツはね、揃えていかないといけないかなという感じですね。はい、これが、3回ですね。気を抜くわけにはいかない。ある程度、危険よ。まあ、こんな感じですごい、やっぱり、かなり安定します。めちゃくちゃ狩りが。これ今、ガーディアン2人だからね。いっそ強いね。まあ、このね、星さんの、星さんじゃないわ。一応その、背景ランクなしで手に入るこの白髪のね、女の子。この子もガーディアンなんですけど、この子のね、このバリアのスキル自体は結構便利なのでね。まあ、なので本当に、全然、バリアはね、多分この子持ってないんじゃないかなって感じなので、このゆきちゃんね。だからまあ、最悪、何も当たらなくても、背景ランクなしのね、この子のガーディアンでも全然ね、使いようはあるかなという感じですね。まあ、無敵がないんでね、そこだけちょっと痛い。いた。無敵がないのだけちょっと痛いかなという感じですね。はい、書いてました。何を選ぶべきか。力が湧き上がる。はい、ふわった。うわ、ちょっと待って。まあ今のはちょっと完全にプレミですね。めちゃくちゃ敵の中央に入ってきちゃったんで、まあ、あそこまでやらないといいですね。何を選ぶべきか。腕試しと本当はね、多分耐久とか持ってあげてね、こんなに多分ね、スキルを上げて、今はね、ちょっと攻撃上げないと、テンポが悪いかなと思って上げてるんですけど、多分こんなに攻撃とか上げることないんでね。生まれたことを悔いなさい。逃げもまあ、もっとね、本番だったらね、2倍とかも取っていいと思いますし。何を選ぶべきか。よし。腕試し食らいなさい。逃げも隠れもしない。狂気は我らにあり。何を選ぶべきか。力が湧き上がる。狂気は我らにあり。生まれたことを悔いなさい。スタンが強い。スタン強いね。よし。腕試しといこう。思い切り叩きつける。これもやっぱり強いね。こういうスキルがやっぱりかなり高確率でスタン出るから、敵のね、こういう感じでね、すごい認知する感じに、ね、なっちゃいますね。食らいなさい。思い切り叩きつける。本当に強いね、これ。強いなぁ。思い切り叩きつける。ですね。よし。何をさあ、ではミスを倒していきましょう。そういえばね、なんか私今日、そう言った。そう、前半に言ったけど、iPad ね、一応できないのみたいな感じで、ちょっとね、X の方で言ってたんですけど、一応なんかね、やり方変えたらできました。ので、ご安心ください。めぐみさんめちゃ燃えてる。めぐみちゃんとめぐみんさんですね。
これはもう抽選とかないですかね。抽選、テストプレイですかね。テストプレイの抽選はですね、一応、なんか、まだ一応、枠増えていってるみたいですよ。なんか、サーバーが、なんか多いと困るからっていう、落ちたら困るからっていうので、ちょっと多分制限してるんですけど、そんなにサーバーが耐えてるって感じだったら、なんか随時ね、その追加抽選枠を増やしてるみたいなので、今からでも、全然、先行プレイ、はい、応募しといたら、全然当たる可能性はあるので、ぜひぜひ。それこそね、みんながね、やりたいって言ってる人皆さんね、なんかその抽選当たれば、本当にね、みんなハッピーだと思うのでね。だってこれ本当に私、先行当たって本当に良かったなって思うのは、全キャラ試せるっていうね。これ絶対36キャラ当たらないもんね、普通に考えたら。これ、最終的に、これ、キャラ全部当たるのに結構時間かかりましたよ、なんか。本当に。どれぐらいかかったかな。生まれたことを食って思い切り叩きつける。皆さんも本当にね、1万5000円分の課金みたいなパックがあるんですけど、まあ、もちろんそんなね、仮想的にね、使わせてもらうやつなんですけど、これ本当にね、何十回買ったかわかんないんでね。多分ね、そこリアルにかかってるお金になってたら多分ね、連続死ぐらいいってると思う。何を選ぶべきか。強くなれたな。思い切り叩け。勝機は我らなり。勝機は我らなり。逃げろ、食らいなさい。いや、無敵強いよ、本当に。やっぱりこう、モーション大きくてとか、なんかこうやっぱりいくら火ダメージ減らしてもね、耐えれないめちゃくちゃな攻撃とかあるじゃないですか。そういうのがもうやっぱり完全に無視できる。ね。防御力がめちゃくちゃ高くて無敵って意味じゃなくて、完全に無敵だから。だから強い。逃げも隠れもしない。思い切り叩きつける。逃げも隠れもしない。生まれたことを食いなさい。危ないね。回復アイテムがもうない。生まれたことを食いなさい。まあちょっとね、これと倒せるか微妙なので、ちょっともう時短のためにちょっと飛ばしますけど、ちょっとリタイアして飛ばしますね。多分まあ、ギークボックスが落ちてるわけでもないし、いいかな。ちょっと飛ばします。ちょっと今回ね、ガーディアン2人入れちゃったので、それでちょっとね、だいぶ火力がね、ギリギリすぎていけなかったですけど、まあ基本的にはね、ゆうきちゃんめちゃくちゃ強いと思います。だから、攻撃もまあ最低限できて、で、気絶がね、やっぱりめっちゃ付与できて、その上で一応無敵とね、身代わり両方持ちなのでね、まあ、かなり、この子もやっぱりこう、替えが効かないかなっていうね、ぐらい、まあ、効かないことはないけど、まあ、ガーディアンのキャラがそもそも少ないんでね、だからかなり希少かなという印象です。はい、じゃあ、次がね、あと3人ですかね。みやこちゃんでも使ったかな。みやこちゃんでもなんかね、違うな。前の配信で使ったんだけど、なんかバグとかで、なんかうまいこと使えなかったので、ちょっともう一回ね、やりますね。眠りとかね、結構ね、スキルの種類豊富で、一応風属性がメインなのかな。で、なんかエリアにね、未了状態とかもね、なんか見たことない。サイクロンマグネティカ。やっぱりそんなにね、キャラクターね、どのキャラクターが持ってるかなってこれ下で見れるんですけど、ここがね、少ないやつとかね、積極的に使いたいですね。ジェネシスサンダーボルト、これとかも使ってみたいね。ライトニングゼミニ。意外と雷系がね、雷系も多い。雷関連あるかな。関連あったら、関連はないか。まあ、でもとりあえずじゃあこの子ね、みやこちゃん頑張っていきます。あ、この子タイプなんだ。ミースティックかな。承知です。スタミナ回復できますか？なんかね、
フレンドからね、ポイントみたいなのを取らせたら、そのフレンドポイントみたいなのを使って、一応回復アイテムを買うことはできます。ただ、そのフレンドアイテムで買える、フレンドポイントで買える回復アイテムしか今のところね、ショップとかでは見当たらないので、それがじゃあ枯渇したらどうなのかなっていう感じはしますね。これ進化条件がね、なんか今下ね、これ右下見てたら、これナナちゃんかな、ナナちゃんをパーティーに入れてたら進化できるみたいな、そういうね、組み合わせで使えるスキルが増えるとかもあるっぽいですね。じゃあまあ普通のスキルをね、強化しておきましょう。これは、これすごいめちゃくちゃ範囲広い。めっちゃ範囲広いけど、結構高速が長いから、離れたところからね、パッて打つ感じかな。ただね、これ、みやこさん結構ね、杖のモーションがすごいコンパクトで、そこは使いやすいかなと思います。すごい。ね、3発目がね、大体ね、結構もっさりしちゃうんですけど、3発目もね、結構スパッと打つので、はい、やばいやばい、ちょっと落ちそう。そういえば今日まだ1回も落ちてないね。サンダーブレイド。じゃあサンダーブレイド取ってこう。サンダーブレイドもまあ一応範囲指定系ですね。範囲指定系だから、まあ、本当に距離を取って戦う分には結構安全に使えるものかなという感じです。ちょっと本当にね、この子の固有自体は、かなり時間が、拘束時間長いので注意が必要ですね。無限に回れなそうやな。そうってね、無限にはね、なんかね、回れなさそうな感じがします。で、結構ね、回復の時間もね、20分か15分ぐらいかかるからね、1回復するのに。だからね、意外とね、1日にそんなやり続けるみたいなのはあんまりできないかな。ジェットストリームを取ってみよう。これがこれ、すごい、こんな感じなんだ。じゃこれで、敵をこっちに来ないようにして、スキルで一掃するみたいな感じの立ち回りですかね。どれにしましょう。もう一回じゃあ、これにしようかな。どれにしよう。やっぱりね、SS ランクのキャラみんなね、明らかに弱いとこはいないですね。みんなちゃんと強みはある。で、なんかそのモーションが遅いとか、ちょっと離れて使うスキル多いっていうのも、なんかそれを補うためのね、なんかこういうちょっとしたね、妨害スキルとかもちゃんと持ってるのでね。正体来た分には無限に回れるのかな。そうですね。そのね、フレンドポイントみたいなのがね、なんかいいねみたいなの送るんですけど、それがたくさん来たらもしかしたら、いっぱいいけるかもしれないです。これくらい大変ですよ。もちろん危険よ。そこまでです。結構、みやこさんも強いかもしれない。なんか、すごい、わかりやすいっていうかな。ミスティック系みんなね、なんかもう、なんか、似たような感じだから、まあ。おまりちゃんと、ホタルちゃんと、この子か、みやこちゃん。みんな結構ね、遠距離射撃系が多いね。なんかね、直線系に打つ系のスキルが多い子も多いんですよ。魔食というか、このミスティック系の中には。そういう子は結構ね、扱いづらい。やっぱりこう、方向とかうまいこと合わせ、なんか来た。封印ボックス。封印ボックス来ました。封印ボックスはそうですか？長いよ。やりまくりたいのに。いやー、そうですね。本当にこのゲーム本当に時間解けますからね。めちゃくちゃ困りましたよ、本当に。先行プレイ本当に当たった初日ね、本当にやりすぎて、もうめちゃくちゃ次の日寝不足になっちゃって。サイクロンマグネッター、これ欲しかったやつ。これも、3位指定系だね。これがなんだっけこれが、魅了状態、魅了特攻なんだ。魅了っ
ってどうやってつけるんだろう。魅了のつけ方がわかんない。魅了特攻だけど魅了のつけ方わかんないから意味ないかもしれない。どれにしましょう。これで最強です。これく招待、ランドの招待券は制限なかったはず。ありましたね。確かそうでしたね。だから、ランドはいっぱい回れるんですよね。フレンド上限はついてそう。そうです、そうです。ビルドモードの体力は、そうね、さっき言ってた20分ぐらい回復時間がかかるというやつなんですけど、なんか押しちゃった。ランドダンジョンはそうかそうか。招待がね、制限ないからいっぱい回れるのかな。1週間での制限はあるかも。レベル制限は見たけど参加制限もあるのかな。どうだろう。ランド持ってないからちょっとね、あんまり詳しく見てないっていうね。みやちゃん強いね。よし、次に行きましょう。ゴーレムか。ゴーレムもこれ効くのかな、風。ちょっととどまった。でもちゃんと効いてる。結構これ強風だね。すごい。燃えてくれてる。やばい。あれでも見た目以上にね、ダメージ入らないから。見た目ほどダメージ入る。危な。フォークアイ。クリティカルを上げる。結構気がいっぱいいる。UP じゃない。やばいね。石投げ範囲広いね。やばい。UP じゃないね。これでいっぱい倒して。HP あった。結構やっぱ威力と範囲広いから当てやすいけど、やっぱりちょっと拘束時間が気になるかなって感じしますね。やらせてください、運営さん。いや、本当にね。みんなやらせてあげてほしいです。マグネティッカーなんちゃらは、そっか、引き寄せる系なんだ。引き寄せるから、だからこう、ね、固定の範囲にダメージの地形が当てやすくなるんだね。こういうやつとかでね、どんどんスキルをここに集めてバシバシ当てれる。これはいいね。
風いらないかな。風のメリットそんなないね。こうなってくると。MP の回復方法は結晶と通常攻撃。MP の回復、MP 回復は結晶、そうですね。MP 回復のなんかアイテムみたいなのか、通常攻撃当てるかですね。まあ、やっぱり回復アイテム取るとね、2500ぐらい上がるから結構ね、序盤とかはね、本当にめちゃくちゃそれで回復するから、いいですよね、そうね。ただ、終盤になってそう2500で足りるのかみたいなね。だからまあやっぱり通常攻撃でね、攻撃しながら、こう、敵の攻撃回避するというのも、エンタの的にはね、しっかり知ってるというか、慣れておく方が大事ですね。さあ、ボス戦。この子めちゃくちゃ見た。なんかね、別に特にこのステージにこだわりがあるわけじゃないんですけど、なんとなくね、こう、このようにステージでやる方が早いし、いいかなって。で、こういう範囲攻撃来た時にね、こういう範囲攻撃来ても結構遠方からでも攻撃できるのは結構魔食の強みですよね。あれ、物理系だったらね、やっぱり下がらないといけないとかで、その分時間ロスしちゃうんでね。こういうのね、やっぱ当てやすい。どれにしましょう。立派に戦います。こういう時にちゃんと後ろから攻撃できる強みですね。敵をね、やっぱりこう吸い取るマグネットゾーンも、これでね、相手がこう、こっちにね、来れないから、この間にスキル当てやすい。って言ってでもね、なんか遠距離で攻撃してると、意外と MP なくなってたりね。早いね、やっぱり。すごい、火力高い。でね、結構敵が、やっぱり、その、ターゲット取ってる、キャラクターに近づかないとそんなスキル打てないからね。こういうなんかこう、相手の場所をね、こう、なんか、固定するようなスキルとか、周りに移動するダウンも意外といいのかな。どれにしま、これで最強です。どれにしましょう。立派に戦います。よし、タイプだから。ご容赦は。これくらったらサンダーブレイドサンダーレイなんかね、威力高い。おー、早い。これは早いね。はい、ということで、結構本当にサクサク倒せてよかったですね。みやこちゃん。みやこちゃんも結構ミスティックの中では強いかな。ミスティックかなちゃんと見てないけど。ちょっとね、若干アプリがめっちゃくっついてきたので、ちょっと不備がないか確認して。一回アプリ落としますね。カクカクなので。ちょっと一瞬画面消します。あとは、2人ですかね。キャラクター2人ほど試して、で、その子たち終わったら、全体のね、総評していこうかなと思います。いやー、ちょっとね、本当にずっとスマホで触ってやってるから、もうめちゃくちゃあちあちですね。ラストメモリーズ。
多分ね、本当に SS ランクのキャラクター、今、全員触れるってもう本当にないんじゃないかな。私多分、実際にゲーム始めて、全員 SS ランクの子たちを触れる機会ない。だって当たらないもんね、多分。こんな簡単に。ええ、開始の時間ね。星4のね、キャラクターが出ても、この SS ランクのキャラクターになるかはね、また別の話ですからね。全キャラ SS ランクじゃなくて星4いるから。星4がまず出るだけでも珍しいのに、星4の中でこの子たちを当てないといけないっていうね。次は天野ちゃんかな。あと天野ちゃんと、下の天下ちゃんやったらおしまいですね。なんか結構火がね、強そうで、ワイパーン召喚とかね、すごい面白そうで、やってみたいですね。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。悪くないかも。心配しないでいいよ。この子ミスティックかな結構多いよね、ミスティック。あ、バーナーオール。あ、これね、バーナーオール結構いいですよ。私結構ね、これ好きで。でも、とりあえず、通常攻撃が、まあ、比較的、いや、あの子と一緒かな。誰かと一緒な気がするな、このモーションの感じは。これチャージ系かな？チャージ系で、移動はチャージだけど、こう、火の柱が出た。移動はでもできないんかな。ステージ範囲に非属性ダメージ、フレイムピラー。じゃあちょっとこれ覚えておこう。バナーウォール。めちゃくちゃ上がる。バナーウォールがなんかこんな感じで、盾をね、バーンって出すんですけど、なんかこうギロチンみたいなね、感じで、敵をね、こう、うまいこと挟めば一気にダメージは防げるよねっていう感じですし、結構ね、出が早い。スキルの出が早いので、なんか魔食系ってやっぱりチャージスキルちょっとね、ちょっと多いんですけど、そこを、あれでね、パッと出せるのは結構強みかなと思います。グングニルグラベル。これ使おうかな。これは、直線でドン。貫通はしない。してるか結構なんか軽快な感じはしますね、魔食の中でも。ハートビートフィーバー。貫通してる。貫通あるんだよ。ちゃんとね、貫通あるから強い。貫通このバナーウォールが結構ね、強い。貫通ね、多分強化するとね、なんかその方向とかいっぱい広がるし、それでね、結構使いやすいかな。で、もう一個さっき撮ったこのフレームピラー。フレームピラーもね、結構チャージないし、で、場所はね、指定できるから結構ね、範囲広いしね、最初から。使い勝手が良い。いいですね。これはちょっとあれかな？爪の、口の癖のやつは若干射程が短い。あれかな？レベル上げたら変わるのかな？バナーウォールとかはね、なんかこう、敵に囲まれて
パッと移動する場所がないってなった時にパッて出してね、こう、そこを突破するみたいなのができます。やっぱりこの囲まれることはね、どうしてもなんかこう、うまいことね、こういう見通しのいいステージだったら全然大丈夫ですけど、なんかたまにすごいね、なんかもう閉鎖された感じのところとか、狭い通路みたいなところとか、ステージによってはあるんですよ。そういうのになった時に、まあやっぱり移動しやすなんとかね、こう道を作って投げないといけないんですけど、それがしやすいのが、こういうね、バナーウォールとか、そういった貫通系のスキルをパッてね、打って、道を切り開くというね、ことができるんですよね。新技だよ。ここまで。バナーウォールってね、進化してくるとどんどんね、壁が増えるんですよ。これがね、ちょっと固有がちょっと当てづらいね。当たったら強いかもだけど、当てづらいから、なんかそれこそさっきのね、さっきのみやこちゃんみたいな、こうね、敵の位置をね、こう、調整できる系のキャラと組ませると、便利かもですね。わあすごいシーンね。ゴーレムとかはね、遅いから、こういうの当てやすいけどね。あとは、やけどがね、どういうダメージの入り方するか次第ですよね。もしかしてめっちゃ食らってる？ストーンゴーレムの HP の減りすごくない？囲まれるときに、こうやってマナーウォールで、めちゃくちゃこう周囲をね、敵を減らすみたいな。こういう当てづら。めちゃくちゃ広範囲に勝つ。これあったい。いやー、当たらない。これだけいる。あ、でも、やけどもめっちゃ食らうね。1400。この辺のレベルだったら1400致命傷で、めっちゃ速い。あ、やけどはなんか固定ダメージなんだね。高 HP に対してのとかちょっとそこまではちょっと具体的にはわかんないけど。あー、でもすごい軽いウィザードというか、すごいスキルの出が速くて使いやすいですね。で、メインの攻撃のやけどが結構強い。あれがどうだろう、なんか、HP の割合ダメージとかだったらね、やっぱり高難度ダンジョンとかもそういうの使えそうですしね。こう敵をね、いっぱい殲滅するというところにはちょっと使いづらいんですけど、これに関してはこういうバナーウォールとか、こういう、なんだろう、普通のね、アローみたいなやつとかあるし、エナジーパレットもファイヤーアローもね、あるから、多分どれ取ってもね、割と、ね、その、殲滅はしやすいかなって。やけどがすごいかもしれない。すごい、やけど強いかも。何%食らってるかまでちょっとわかんないけど、すごい HP の削れ方すごいもんね。あ、間違えた。バナーウォール進化した。あ、中心に引き寄せるんだ、進化したら。いいじゃん。じゃあ、スキル。ね、こういうスキル当てやすくなる。これをじゃあ、当てて、すごい、円形の火が。おお。すごいね。やけどしてる？これで円形を作って、あ、すごいレベル5になったね。
うわ、すごっ。これめちゃくちゃ広範囲じゃん。レベル5にしては固有スキルがめちゃくちゃ広範囲だし、やっぱり威力がすごい高いスキルだなと思ったんですけど、めちゃくちゃ威力。まだまだここまでまだまだ新技だよまだ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 あ、いいな、この円形のフレームウォールと相性がいい。うわ、難しいな、本当に。何が使いやすいかな。ちょっと改めて本当にね、最後になんか見直さないと、誰が良かったかな。このね、フレームピラーもね、なんかこう、レベル上がってくると2回打てるのとかもね、結構フレームピラーね、こう、数よく攻撃受けて便利だし、コンボすごい。あ、ごめんなさい。敵の範囲が見えないっていうね。あ、そうだ、言うの忘れてたけど、貴族性攻撃ってなんか、結構、範囲が見え、自分の攻撃で敵のね、予測線が見えなくなるっていうね、ちょっとそこがちょっとしんどい。天野ちゃん強いですよね。いや、そうですよね。なんか、これちょっと私だけの気のせいじゃないと思います、本当に。ちゃんと火力すごい。固有スキルの火力が本当に段違いですね。これだってね、非属性攻撃アップとか全然まだついてないし。あの様いた。すごいね、当たり、スクリさんやばいですよね、当たりが。めっちゃ速いってか、本当に。あー、これは強い。もちろんだいぶ強いけど。まあでも、アーンの要素なくてもね、強い、キャラが強い。うわ、強い。なんか、固有が5になって化けましたね。なんか他の子はね、なんか固有が5になっても、なんかそんなに、なんかまあ明確にめっちゃ強っていうのはなかったんですけど、この子すごい、めちゃくちゃなんだろう、範囲広くなってやすくなるし、明らかに火力が異次元になって、あ、ちょっと待ってね。これ5になったら、見れなかった。やけどがでもなんか出たのかなって感じ。やけどが出てた時はあれはあれでね、強かったですしね。力を振るおう存分にねよし、じゃあ最後の、最高の装備を雨宮天下ちゃん。目指すは超天野ちゃんはやっぱり、ミスティックですね。天野ちゃんミスティックで、みやこちゃんもミスティックなんだね。なるほど。じゃあ最後、天下ちゃんですね。天下ちゃんもね。どうだろう。さあ、じゃあ、行きます。進みましょいやー、本当に10連で星 4SS が3体は本当にすごい。う任せてあ、双剣だー。神。双剣はそれミスティックなのに双剣なんだ。すごいね。なんか、魔法なのに。なんか私みたいなポーズしてるな。はい、こんなこと言ったら怒られますね。よし、じゃあ、動き軽い。やっぱり最高。いいですね、双剣。双剣、いいね。そっか、じゃあ、双剣2人なんだ、SS は。やっぱりね、他の味方もね、置いて、一番最初に次に書かれるのがね、本当に、他の味方がね、HP 削れる心配ないから、ジュピタープレッシャーあるじゃないですか、最高。これは強い予感。まだスキル使ってない。これ、なんだっけ、毒だったっけ？毒だよね、これ確か。そう、毒だからね、珍しいスキルが。強い。毒のお仕事。推しの字がすごい気になるけど。うわー、強いなー。毒のダメージの入り方次第ではね、さっきのリノアちゃんよりいいってなるかもしれない。
ついたかどうかわかんないや。ドットをちょっとね、どんどん強化していきますね。あ、倒した。ちょっとね、本当に双剣系のちょっと怖いところが、ゆいって早いから、サクサクやりすぎて、ゆいたら敵陣にいすぎてやられちゃうみたいな。会心物理防御上げとこう。事故り対策。足が一番速い。あ、やっぱりそうなんだ。なんかめっちゃ速いなって思ったら。足一番速いんだ、この子。道理で。足速くて。あ、これは強いかもしれない。すごいやっぱりこう一番足速いだけあってこう他の子がねたどり着く前に全部倒しきるみたいな。味方がね全然やっぱり傷つかずに済むので、ね、それは結構ねいいところでありますね。何これ私が出したの？誰が出してなんかワイバーンみたいなのいたんだけど、僕のお仕事全力でちょっと強化しとこう。さっきね、本当に火傷がめっちゃ強かったから、なんかその火傷関連でね、そういう毒とかも同じような感じでダメージ入るんだったら強いかもしれない。ボスとかにね、すごい刺さりそう。ゴーレムもね、あんな速度で倒せたし、あ、しかも2回撃てるようになるんだね。スキルによってはね、スキルのレベルを上げてると、なんか、スキルを、なんかスキルのストックが2とかね、3とかなるね、スキルあるんでね。この子だ。なんか早い気がする。攻撃がめっちゃ早い。これ双剣こんな早かったっけ？うわ、天下ちゃんいいな。なぎさちゃんの上位互換な気がするぞ。いや、でもなぎさちゃんはね、そう、火力がね、ちょっとあれかもだけど、あれができるからね、気絶が強い。元気爆発。毒もやっぱりなんか固定ダメージっぽいの入ってますね。これすごいめちゃくちゃダメージ入る。なんか明らかにね、メモリがぐんと出るんですよ。だから、すごい。やばい。いや、強っ。うわぁ、早っ。いや、ステータスね、他のね、みんなと変わらないんですよ、本当は。本当に変わんないんですよね。変わんないのにこの速度はすごいね。早っ。めちゃくちゃ快適ですね。うわぁ、欲しい。天下ちゃん欲しい。めちゃくちゃ快適だ。すごい、この子。あ、初期から物理攻撃 10% と速度 20% のパッシュついてる。あ、なるほどです。それでか。今回のガチャで星4 300% って何体入ってたんだ。何体だろう。ちょっと見てないや、そこまで。
いや、でもね、一番少ないんじゃないかな。4の SS 自体が 4.2% だから、そして4の、そこで確率を足す10連で3体は怖い。やりたくてたまらないので、運営様やらせてください。いや、本当に確率やばいですよ、本当に。1人当たったらね、もうだいぶウハウハなのに。それを3人当ててるってね、とんでもない確率ですからね。うわぁ、天下ちゃん強い。本当に強い。なんかスキル何があるかわかんないけど、毒が本当に強い、とりあえず。で、しかも毒のスキルこれ何回、2回ストックあるから、結構な頻度で打てるし、毒自体はね、そんなにこう、ポンポンなるものでもないんだけど、なんかなった。すげえと。強っ。強っ。これは、なんか、いや、結構ね、なんかどの子も結構強いかなって思って、なんか正直、評価ね、つけるの難しいなーって感じで思ってたんですけど、これは強い。明らかに一人だけぶっ飛んでる。欲しいね、天下ちゃん。天下ちゃん当てよう。リセマラは天下ちゃんか。な、当てるとしたら。さて、力を見てみようか。はい。ということでですね、一通り操作が終わりまして、ちょっとね、じゃあ、一応なんか前っていうか前の配信の時もなんかシートに書いてたんですけど、あれのシートをね、ちょっと、埋めていこうかなと思います。埋めるね、過程でね、まあちょっと昔の触った時の感想のままだったりするので、まあ今日でちょっとまた更新されるかもですけど、ちょっとね、そのシートをご用意するので、少々お待ちください。ちょっと待ってね。よいしょ。背景ランク SS キャラの、どこだったかな。これかな。これじゃないな。ちょっと待ってですね。どの画面だったかな。いや、これでいいか。これを、ちょっと待ってね。これを、よいしょ、よいしょ。これでいいかな。これの、ちょっと位置をずらして、あ、SS キャラの、まあなんか評価ね、なんか私なりにいろいろ書いてますよ、みたいな感じなんですよね。あすくりさん、持ってない、今。そうですね。さすがにね、みんな持ってたらね、すごいからね、確率が。まあ、ここから、まあちょっとね、評価をね、アップデートしようかなと思います。ちょっと待ってね。えーっと、じゃあ、ちょっと評価アップデートしていきますね。今 SS ランクの子たちね、全員見ていきました。で、ちょっとね、今日プレイはね、できてない子もいるんですけど、一応ね、先に使ってたりしたので、まあそういったところも加味して、評価していこうかなと。で、ですね、まず、誰からいこうかな。ちょっと圧倒的に強かったなという印象のちょっともう天下ちゃんはちょっと、マジで強かったです。びっくりしました。固有ね、固有の、固有が強いし、固有が強いで、毒ダメージも高い。なんか、どういう、毒がね、なんか固定ダメージなのか、その割合ダメージなのかも、ちょっとね、まだそこまではわかんないんですけど、まあ、固定か
多分、どうだろうね。わかんないや。でも、序盤の敵に対しては毒の威力がすごく高くて、とりあえず強かったですね。あともう足も速いし。うん。足も攻撃も速い。攻撃かな攻撃も、足も速くて、使いやすい。使いやすい。ということで、まあちょっと他にもいろいろ書きたいですけども、これが、でもこれ、天下ちゃん、ミスティック嘘でしょそんなわけ。ストライカーかな天下ちゃんは、ストライカーだね。ストライカー。うん。ストライカーで、風かな風、風、風。風の、しかも双剣だったと。これは強い。本当に強かった。で、ちょっとリノちゃんこれ間違ってるんだよね。確か。リノちゃんが、アルケミストじゃなくてブースターかなブースターだね。ブースターです。もうこれはもう、なんだろう。ちょっとうわー、まあ、丸つけとこ丸。丸。このゲームは双剣が強いので、うん。いや、でもね、一概にそういうわけではなくて、結構ね、やっぱりビルドモード基準でいくと、やられないようにっていう風な基準になるので、私は結構双剣いいなとか、また剣とかの方がね、斧よりは、斧よりはやっぱりこう、結構攻撃のテンポがいい、双剣とか槍とかがなんかあたり強いかなっていう印象はあるんですけど、ただまあ、斧とかもね、やっぱり威力とかはね、やっぱり出やすいのかなってちょっと思うところあるので、それこそマルチとかでね、蘇生とかしてもらえるとか、そういう環境とかだったら、もしかしたらそっちの方がね、輝くかもしれないので、一概にはね、言えないんですけど、ただまあ、ビルドモードでね、本当に味方のコンピューターと協力するとかだったら、やっぱり自分自身が死なないようにするプレイがね、すごい大事なので、双剣とかだと結構楽かなと思います。はい。で、天野ちゃんも、これもね、魔食めちゃくちゃ強かったですね。なんか、固有の火傷が強いですね。状態異常が強いね、本当に。うん。強い。ただし、まあ、当てづらい。当てづらいよね。レベルがね、レベル5になるまでは、ね、5かな ?5 かな途中から、どこのタイミングでね、あんなに広くなってたのかちょっとわかんないけど、なんか途中、レベルが上がるまでにしようかな、一旦。レベルが、他のスキルかな他の攻撃スキルが、打ちやすいかな詠唱短いとか。詠唱や拘束時間短いものが多い、多いので、えっと、ビルドが進むまでは、進むまでは、つなぎとして、まあそうですね。ちょっと固有がまあかなり強いですけど、ただね、やっぱり当てづらい、固定の、まあ、かなり小さい範囲に、攻撃スキル打つので、当たればね、やけどめっちゃ入るんですけどね。ただそれが当てづらいので、まあ、ある意味そういうこう、なんだろう、吸収系のスキルとか、何ですかね、エリアにね、強制的に移動させるスキルとか、まあ、気絶してる間に狙うとか、なんか、そういう状態異常させて狙う系とかが、まあいいのかなという部分もありつつも、まあ、ただ、まあ、他のスキルが優秀な、ね、結構スキルパッと打てるやつが多かったので、まあ、そんなにね、他のスキルで回しながら徐々に強化して、ボス戦でね、このスキル使えたらいいかなというイメージですね。はい、
マスクリさん、天野様は、いるから、とりあえず、今回出た星 4SS はパーティー。いや、本当にみんな強いからね、全然使ったらいいと思いますね。めぐみ様、天野様、リード。いや、本当に強い。で、まあ、リノアちゃんと天下ちゃん、ちょっとね、ここで比較すると、いや、リノアちゃんも強かったけどね、ちょっとね、上のちょっと、上はちょっと S の評価とかはね、ちょっと一旦置いといて、リノアちゃんと天下ちゃんで比較すると、ちょっとやっぱり天下ちゃんの方が早かったなっていうので、ちょっとここは差別化をしたいかなという感じがしますね。まあ、ただ、別にでもリノアちゃんも全然早いし、感電とか、まあその辺もね、感電がね、ちょっといまいちどういう効果が出てるのか分かりづらいですけど、まあただ、まあまあ、そういう状態異常とかもありつつ、比較的ね、軽いスキルが多いのでね、使いやすいかなと。あくまでビルドモード基準ですけどね。次はどうしようかな。まあ、ゆうきちゃんね。ゆうきちゃんもこれね、結構、明らかにやっぱり特殊なっていうか得意な感じだからね、ちょっと入れておきますね。ガーディアン。あ、違う、違う。ゆうきちゃん属性なんだったかな。ゆうきちゃんは、えーっと、土だ、土。土アース。ゆうきちゃんも正直に言うと、まあ、結構丸。なんかね、まあ、ビルドモードだ。とりあえずビルドモードだね。ビルドはとりあえずやりやすいっていうのをね、書き込む。まあいいか。一旦ね、固有の気絶ですね。気絶が強いし、強化したら2回打てるっていうね。これも結構強いところですよね。あとはまあその肩代わりと無敵があるので、味方も守りやすいですね。味方。味方。はい、こういった強さがあるかなと思います。えーっと、あと一体ね、いや、天下様は本当にね、天下様、いやでも逆に天下様いたらもうリノアちゃん別にどうだろうって感じはしますけどね。被ってるからね、役割が。うーん。天野様で火力特化で、天下様で特化で、リノアちゃんよりはまあ、ゆうきちゃんとか入れるかな安定だったら。うん。で、あと、みやこちゃんね。みやこちゃんが結構ね、吸収、全部ね、まあ、みんな似てるけどね、ここら辺は。ここら辺はね、似てる感じはしますが、結構吸収というか範囲に敵を近づかせないとか、マグネ、まあいいや、一旦固有ね。固有が、モーションが大きいんだよね。モーション大きいけど、固有は、まあ、高速発動時間かな発動時間長いけど、えっと、遠方に合わせて、広範囲だから当てやすい。当てやすい。まあ、離れてね、で、結構敵を、敵を、なんか、敵の位置を、敵の移動かな移動を妨害するギルや、えーと、遠方に合わせるスキルが多いので、ちゃんと離れたらね、離れて
離れて使うようにすると、まあ強いかなと。まあ、とはいえ、やっぱりこの同じミスティック色で言うと、ちょっと天野ちゃんの火力を見てしまうと、まあちょっとね、ちょっとどちらかというと、こう、しっかり自身を守りながら戦うって感じで、天野ちゃんは結構近づくかな。結構近い距離で戦うようなね、印象も受けたのでね。まあ、中距離かな。天野ちゃんが結構中距離栄翔で戦って、みやこちゃんが、まあ、割と遠距離かな、みたいな。中遠距離かなっていうイメージですね。うん。ガーディアンは GVG とかで輝きそうではある。いや、そうですよね。ガーディアンと、まあ、あとやっぱりヒーラーキャラかなあたりは結構 GVG とかね。まあ、PVP もそうかな。まあ、PVP あれか。まあまあ GVG とかでね、結構強そうですしね。やっぱり無敵すごいよね、あれも。本当に。次が、属性かけてない。属性なんだっけ杖かな。うん。で、こまりちゃんも杖だった気がする。ホタルちゃんも杖。杖多いよね。やっぱり魔食系多いから。めぐみちゃんも杖だったかな確か。ちょっとそこはうろ覚えですが。ガーディアン取っとくしかないそうだね、ガーディアンね。まあ、最悪ね、この、一応 S ランクの子とかもね、ガーディアンね、そこそこいい子もいるんですけどね。GVG はギルド対ギルドですね。チーム戦です。だからね、例えばこう、チームの、あのね、メンバーに肩代わりのスキルかけておいて無敵してね、自分がダメージ受けるとかしてあげればね、そしたらまあ、火ダメなくせるのかなとか、そういうね、スキル構成できるかなと思ってます。こまりちゃんはどうだったかなちょっとちょっとキャラクター見直さないとわかんないや。うん。こまりちゃんは、こまりちゃんどこ行ったこまりちゃんはでも、どうだったかなこまりちゃんそうか、ギャラクシーインパクトか。ギャラクシーインパクトは強かったね。で、あとアイスニードルとかね、まあ普通に強いスキル多いし、ただまあ特別固有スキルがなんかこうめっちゃ強いっていう、普通に使えるけど、特別強いって感じもなかったから、まあ固有は普通と固有はまあ普通って言うとね、なんか雑だけど、まあ本当にね、普通だよね。こう速いとかもないし、速い、出が速かったかな出は速いけど、出は早いけどね。出が早いけど、えーっと、うん、まあ高速もあるので、高速時間ね。うん、まあ、プラマイゼロだね。普通な印象、普通な。うんギャラクシーインパクトね。ギャラクシーインパクトで、季節などは、はい、強い、強い。うーん。あとはどうなんだろうね。なんか覚醒周りとかもね、見た方がいいのかな。覚醒星4で10%。やっぱり天下ちゃんがその覚醒がやっぱりすごいのかな
ああ、これが物理攻撃10%と移動速度20%ついてるんだね。だから強いんだ。ああ、で、天野ちゃんも魔法10%と、非属性攻撃力20%がもともとついてるから、だからね、やっぱり火力すごい高いなっていうのは、それの、あれですね。なるほど。と、あ、ゆうきちゃんもなんか物なのに足速いなと思ったら移動速度ついてますね。でもそう言うとね、ななちゃんは水攻撃20%ついてるから、ちゃんと水属性攻撃で揃えたらね、火力出るかもね。えーっと、れんちゃんも10%と20%一応ついてるんだ。あー、りのあちゃんね、クールタイム短縮とかがついてるから、多分、それで、なんか、操作感は早いんだね。ポッティさんギルドを立ててね。ギルドね、ギルドちょっとはい、立てれそうだったら立てておきます。あとは、ホタルちゃんね。ホタルちゃんだけちょっとまあ正直、なんかビルドモード的に考えるとそんなかなって感じはするし、で、ハイヒールもね、ハイヒールは強いんだけどね、なんかこう、ハイヒール持ってるキャラは他にもいるかなって感じはするので、ちょっとまあ、一応ね、なんかみんな丸なのもあれだし、差別化のためにも一旦三角と置かせてもらいますね。まあでもギルド戦とかそれこそね、回復とかでね、役立つかもしれないし、まあ固有がね、やっぱりね、回復、あれも、どうでしょうか。回復スキルね、他にも覚えれるしっていうね、まだちょっとね、回復スキルの恩恵、受けれるほどダメージ食らうこともなかったし、HP があるわけでもないので、難しいんですよね。範囲回復っていうかそのゾーン回復でいいんじゃないってちょっと思うところもあったので、ちょっと評価としては一旦ね、ちょっと低めで設定させてもらいます。まあ、こまりちゃんぐらいのね、操作感ですよね。操作感。操作感。こまりちゃんに近い。近いとか言っても仕方ないか。固有が回復なので、まあ他の回復スキルと、まあ、被るかなって。被るかなという印象です。うーん。他はまあ、他のスキルとかね、攻撃スキルは、前方に飛ばせるものも多いが、前方に飛ばせて、遠距離タイプで、遠距離で戦えるが、まあ、アルケミストだからね。アルケミスト。アルケミストだから、まあ、どうしても回復。ね、ちょっと回復寄りのね、立ち回りになるかなという感じですかね。そうですね。動けるヒーラーって感じですね。ちょっとまあそうです。攻撃もちょっとはできるし、回復スキルもパッパッと打てるし、多分耐久とかもちょっとはね、多分メディックよりはあるのかなって感じはするんですけど、ちょっと、やっぱり、まだちょっとね、コンテンツ的にね、コンテンツ的にどのコンテンツでバッて輝くかがちょっと見分かりづらいかなっていう。まあ、PVP ぐらいだったらいいかもしれない。PVP だったら、蘇生がもしかしたらね、その意味をなさないとか、そういう可能性あるので、だったら、まあ、回復だけね、しっかり特化してる子の方がいいとかだったら、もしかしたらアルケミストぐらいがいいのかもしれないかなというイメージなんですけど、ただまあちょっと本当に
読めないので、で、まあ、序盤にね、やっぱりこう、どのキャラがいたら進めやすいかなって考えた時には、まあ、やっぱり、ちょっと、あの、他のキャラには劣るかなと。で、ちょっとね、この20丸してるね、めぐみちゃんとゆきちゃんに関しては、やっぱりスキルの構成的に、やっぱりこう、唯一無二な感じがあるんで、蘇生持ちとか、気絶2連発できて、肩代わり飛ぶ敵持ちっていうね、こういうのとかあるのが、やっぱりちょっと特殊で、かなり、スキルとしても両方強いので、だからこう、ちょっとね、後から欲しいってなって入手しようと思っても、ね、ここ2人はなかなか手に入りづらいから、ちょっと先にね、できれば入手できた方がいいという評価ですね。まあね、ホタルちゃんのポジションは、なんか、アルケミストとか、まあ、もしくは他のメディックとかもでもね、一応ね、補えそうな感じはあるのでね、ちょっとわかんないけどね、まだもちろんね、全部のスキルを見たわけじゃないんですけど、で、レンちゃん難しいね。なんか使ってたけど、この子もね、なんかこう、パッとね、まあ使いやすかったですけどね、槍だから使いやすいけど、まあ、固有は、広範囲で、手が早い。まあ、これは本当にいいことなんですけど、まあ、なんか他のスキルが、なんかどうしてもパッとしないかなっていう感じでしたね。他の、特別強い印象がないという、ちょっとふわっとした感じね。ちょっとそんな感じの印象になってます。ただまあ、槍だからね、槍でね、結構これもね、やっぱり攻撃の速度速いし、結構前方にね、結構離れたところから攻撃できるから、まあそこは良かったかなという印象ですね。で、ちょっと本当に私はすごい個人的な、指標でみんなね、ちょっと評価していきました。なんかね、これ、ミスティック、ブースター、アルケミスト。うん。これ、職ね、ちょっと間違えてるかもしれないから、ちょっと最後にちょっともう一回確認するね。ニノアちゃんがブースターで、ホタルちゃんがアルケミストで、レンちゃんが、なんかそう、エンチャンターいるのかなと思って。なんか、ね、星4じゃない、SS ランクにエンチャンターいなくないっていう、ちょっとねそれでちょっと気になってるんですよ。私がなんか入力間違えてるのかなって。いないね。いないいない。やっぱりいない。エンチャンターなんかいないんですよね。なるほど。レンちゃん星6にしたら化けるキャラ。星6がきつすぎる。でもレンちゃん、あ、そうだ、覚醒はね、ちょっとそんなに見れてないんですよ。やっぱり最初にとってどうなるかなって基準だったので、覚醒まではね、ちゃんと全部見れてないんですけどね。あ、すごい、連続性攻撃力、プラス40だ、レンちゃん。いや、すごいね、これは確かに。まあ、ただし、レンちゃんが星6になるためには一体いくら課金するんだというね、そういうちょっとことになってくるので。うん。ちょっとね、やっぱり星5とか星6まで行くのは、なかなかちょっとね、序盤はシビアかな。いやー、どうなんだろう。みんなのね、投資額次第だけど、ホタルちゃんもね、なんかいろいろつくんですけどね。うん。まあ、ただ、まあでも分かりやすい。本当にこの属性何パーセント強化とかはね、本当に分かりやすい。まあちょっとね、今回の評価基準的には、ちょっと覚醒はそこまで、ナナちゃんもしかしたらちょっと強いかもしれない。物理攻撃と20%ついてるし。うん。まあでもなんか、明らかになんかやっぱり星4なのに、同じ星4で同じステージで、まあもちろん弱点とかもあるかもですけど、なんか、明らかになんか火力おかしいな、みたいな、なんか、なったのが、やっぱりこの天下ちゃんと天野ちゃん。この二人は、まあやっぱり明らかにちょっと火力強いなっていうので、ちょっとね、20丸の評価をさせていただきました。
で、ゆうきちゃんとめぐみちゃんに関しては、やっぱりね、スキルが特殊で、固有がね、まあ、かなり、被りがないというか、まあ、気絶ニラ発のゆうきちゃんと、蘇生持ちのね、めぐみちゃんは、やっぱり替えが利きにくいかなっていうので、ちょっとね、高評価にしてますね。で、まあ、ビルドモード視点で言うとね、やっぱりこのめぐみちゃん、ゆうきちゃんは、なんか自身で使うよりは、まあやっぱり自分で使うならやっぱりアタッカー系がいいのかなとは思うんですけど、まあゆうきちゃんぐらいだったら使えるかも。めぐみちゃんだとね、結構しんどい。メディックね、一回一人ビルドモードで使ったけども、味方があんまり敵を倒してくれないから大変でしたね。だからちょっとあんまりビルドモード的な感じではないけどね、ここだけ。で、まあ他の子たちに関しては、まあ、どの子もまあ操作感的にはそんなに大きく変わらない。まあ固有がちょっとね、発動時間長いとかはあっても、まあそれをね、補えるぐらいのね、なんかこう、他のスキルとの、まあ、兼ね合いで、結構遠方から攻撃しやすいスキルも多いから、いいやとか、まあこう、なんだろう、敵の位置妨害とかもそういうのもできるみやこちゃんもね、強かったと思いますし、こまりちゃんはね、まあその、固有とかもね、まあ特別ね、印象があるわけじゃないですけど、ギャラクシーインパクトとかね、アイスニードル、あのあたりとかのね、かなり使いやすいスキルが、入ってたので、まあこの子もね、全然使い勝手いいかなと思います。で、ななちゃんも、まあちゃんとね、水属性で多分揃えたらね、また変わってくるんですけど、まあ、やっぱり固有スキルが、なんかせっかくね、固有なのに、無属性だったりしてね、そこのね、相性が悪いなっていうのはありますし、まあ、ただまあ、他のスキル、どれもね、なんか使い勝手はいいかな、くらいの感じで、めっちゃ強いって感じじゃないですけど、まあ、普通に強いって感じで、まあ、丸にしてます。で、同じような理由で、レンちゃんも、なんかまあ、範囲はね、広範囲だったりするし、で、まあ、特別ね、強いわけじゃないけど、普通に使いやすかったので、やり系だしね、強いかなっていう感じですね。で、りのちゃんも、これはまあ、双剣だからね、やっぱり双剣ってもう操作感すごいね、快適ですよというのと、まあ、ただ状態異常がね、感電がちょっとね、いまいち、感電の、なんだろう、良さがあんまりまだね、ちょっと分かってないから、まあ、関連のね、内容次第では、ちょっとやっぱり気絶には劣るかな、みたいな感じするんでね。気絶、凍結あたりはね、本当に相手のスキル完全にキャンセルできるから、あれとかに比べるとちょっと、落ちるかなっていうイメージですね。で、ちょっとホタルちゃんはちょっとね、評価ね、低めにはしてるんですけど、とりあえず、まあやっぱり回復しつつ、ちょっと攻撃とかもできますよとか、まあバフとかデバフもかけれますよということで、まあバフデバフがね、もっとこう、なんだろ重要になってくる、ギルド戦とか、まあ、あと回復も、蘇生はいらないけど回復は欲しいみたいな環境だったら、まあ、PVP とかもしかしたらそうかもなので、まあ、そこだったら全然評価ね、変わってくるかもしれないので、まあ、あくまでビルドモード基準でいくと、ちょっとね、ホタルクさん使ってなんかこうやると、まあ、あんまりこう、なんだろう、他のアタッカーキャラ、S ランクのね、アタッカーキャラとか使った方が、まあ、進みはいいのかなっていうイメージですね。はい、そんな感じです。マルコさん、ポッティさん、元素とラスメも両立すると、無事にないと大変ですね。いや、そうなんですよ。本当にもう、これ、やばいですよね。こんなにラスメもやってるのに、元素もね、元素も、元素もやりたいのにっていうので、いや、ちょっと時間のね、本当に使い方考えていかないとですね。レンちゃんね、そう、星6にね、したら化けるけど、そこが問題です。できない。星6は本当にちょっとだいぶきついと思う。ピックアップとかあればね、まだ話は変わってきますけどね。はい。ということでですね、本日もね、ご視聴していただきありがとうございました。今日はね、最強キャラを、SS ランクの中から最強キャラを見つけておこうみたいな感じの配信とさせていただきました。で、結論としてはですね、まあこの火力枠ではちょっと天野ちゃんと天下ちゃんがもう頭一つ抜けてるなという印象で、あと、まあ、スキルの特殊さで言うと、ゆうきちゃんとめぐみちゃんがちょっと、まあ GVG かな ?GVG とかそのあたりでね、輝くんじゃないかなということで、まあ先にね、当てておいてもいいかなと思ったので、まあこういったね、20丸つけさせていただいてます。で、他のキャラたちもね、でも別にそんなめちゃくちゃなんか、あ、これは使えないとか、そこまでではないのでね、全然誰が当たっても、やっぱり SS ランクは
まあ普通に強いのかな。星4だしね。で、もちろんね、アーンレベルとしても、やっぱり SS ランクの人は、まあそれだけ倍率がね、ついて、まあ、アンレベルね、高めに設定されるので、はい、なので、まあ、どの子も当たりです。当たりではあります。で、まあ、もしね、ゲームがリリースされた際に、まあ、なんだろうね、うん、言おうとしたの忘れた。まあ、ゲームがリリースした際に、まあ、もしね、リセマラとかがね、できるんであれば、ガチャとかでね、リセマラできるんであれば、まあ、できればこの SS ランクのキャラ1体、できれば20丸のキャラとかをね、抑えておきたいかなと思います。というのも、やっぱりこの SS ランクのキャラって星4からしか出ないので、まあ、ガチャを仮に回して、星4が1体出たってなって、そこから36分の1の確率で、まあ、この子たちが、誰かがね、この天下ちゃんたちのこの SS ランク以外のキャラも星4としては出るので、なので、ね、いざやっぱり欲しいと思ってもなかなか手に入るものじゃないんですよね。で、他の子たちは、例えばね、S ランクとかの子だったら星3から出るので、だからね、まだ入手しやすくはなるんですよ。ただ、SS ランクは本当に星4からしか出ない。で、星4キャラも他にはたくさんいるので、みんなね、全キャラ星4キャラになれるのでね。だからそういう意味では、競合するので、かなり入手しづらいということで、まあ最初にもしね、当てれるなら当てておきたいかなという印象です。はい。で、ね、もちろんね、NFT として購入するってなった時に、SS ランクの子たちはもうみんなね、やっぱりアンレベル高いから、それだけ高値で取引されてるので、やっぱりね、でも強かったらどうするんだってなった時に、やっぱり最初に当てておくっていうのがね、大切なので、まあ、今回ね、こういった風にご紹介させていただきました。まあ、次のね、まあ、ラスボモの配信とかの時には、ちょっと S ランクの子たち、ちょっと数多いからね、全員見れるかわかんないけど、まあ、2部制とかに、2部に分けてやるとかでもいいんですけど、まあ、S ランクの子たちもできればチェックしようかなと。で、さらに時間があれば、まあ、背景なしのキャラでも、どういった子がね、使い勝手いいかっていうのもチェックしていきたいなと。いや、まあ、ちょっと、ユニオンとかもね、やりたいけどね、ちょっとまあ、まあ、内容を見ながら、はい、やっていきたいと思ってますのでね、皆さんね、よかったら応援よろしくお願いします。このね、配信がいいなと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると、めっちゃ励みになるので、よかったらお願いします。ほいじゃあまた次のね、配信でお会いしましょう。バイバーイ、またねおやすみなさーい。